消えたとはどういうことだ？正体不明の消失現象がこのミラのあちこちで発生しているらしい。消失現象。各地で同時多発的に発生したこの現象はあらゆるものを飲み込みながら領域を拡大している。飲み込まれた後には物質はおろか電磁が一つ残されず、まさに消えたと表現するしかない。ただの自然災害ではなさそうね。現象はまだ局地的で拡大も極めて緩やかだが、その領域はいずれこの NLA にも及ぶことになるかもしれん。 NLA も消えちゃうってことですか？大変ですもん。すぐに逃げ出す準備を始めるですもん。逃げるってどこへ？あちこちで起きているんだ。どこへ行ったって同じだろう。どんなものでも飲み込むんじゃ防波堤作っても無駄っすね。孤児に言うのれんに腕押し。まずは詳細な調査が必要ね。現象が顕著に見られるところを調べましょう。だな。くれぐれも注意してくれ。何が起こってるか本当にわからない。ああ、だがこの星に来てそういう事態ではなかったことの方が珍しいがな。まったくね。だからこそ人生は素晴らしいと言えます。孤児に言う終わりよければ全てよし。まだ始まったばかりだけどな。セントラルライフの調査どころではなくなったわね。どちらも命に関わることだが、セントラルライフの調査結果で我々が生き延びることができたとしても、この消失現象でミラがなくなってしまってはな。隊員にはひとまず調査の続行だけを告知しておく。ああ、頼む。パニックになるよりはマシだな。エルマさん？私にはね、リン。今起きていることは別々の事象ではなくて、実は全部つながっている。そんな気がするのよ。これは真っ暗ですもん。ただの真っ暗ですもん。飲み込まれた先に光すら見えない。現象なんて生優しいものじゃない。理解の範疇を超えた。これは悪夢よ。あれがブラックホール的な何かだったとしても質量的な異常値が出るはずなんですけど、それもありません。仕方がないわね。まずは付近の隊員の避難を優先しましょう。あれはゴースト。なんでここに？
消えちゃいましたですもん。余計な戦いは避けてお好きに備えろ。これでこちらが有利ね。油断をする。強化こちらが有利ね。いさけ分かってる。対象を弱体化させる。シールド展開。あっせい。こちらが有利ね。弱らせた。逃げ場などないとする。油断をする。強化させてもらおう。弱体化させます。余計な戦いは避けた。飛び道具で形成する。対象を弱体化させる。いけそうな気がします。すべてを断つ。うまくやれそうだ。これでこの一撃で確保してください。シールド展開。壊れた。これでこちらが有利ね。シールド展開。こちらが有利ね。無駄よ。出力最大。油断をする。強化させてもらおう。格闘は圧油で断をする。強化させてもらおう。分かってる。せや。行くわよ。攻撃が入った。で弱らシせよう。ールド展開。分かってください。入れさせずに行く。でとどめだ。対象を弱体化させる。逃げ場などないとする。シールド展開。油断をする。強化させてもらおう。うまくやれそうだ。油断をする。強化させてもらおう。うまくやれそうだ。これで一撃でシールド展開。こちらが有利。壊れた。格闘で攻めよう。対象を弱体化させる。これで任せてもらおう。行くわよ。ドラゴンジョー。強化させてもらおう。シールド展開。せや。こちらが有利ね。確保してください。シールド展開。強化させてもらおう。こちらが有利ね。ここよ。動かないで。続けて格闘圧を。強化します。これで奴を弱らせた。技が通った。格闘圧の後期。いざオーバークロック落ちだ。バシッ行くわよ。ちゃいます。強化させてもらおう。この一撃でシールド展開。格闘圧で攻めろ。こちらが有利ね。シールド展開。せや。これでこちらが有利ね。対象を弱体化させる。最低。逃げ場などないとする。接近戦で隙を分かってる。手加減はなしだ。囲まれたですもん。これじゃキリがありません。あのドールはアレス。
エルマさん、今のアレスを追っていった機体は。ウィータ。はい、私もそう見えました。そうね。消失現象、ゴースト、ウィータ、そしてアレス。私たちだけで全てに対処するのは難しい。アレスだと？パイロットは確認できなかったけれど、あれは間違いなくアレスよ。しかもオリジナルのね。リン、お前の見解は？はい。あの機動力、あの運動性は、アレス以外のものだとは考えにくいです。だから、パイロットもおそらく。ってことは、あいつが生きていたってことか。アロイス・ブルノルト。パイロットが奴なら当然だな。悔しいが、俺も勝てん。実は俺からも報告があったな。良くない方の内容だ。聞かせて。お前らが見たウィータだが、残念だが本物だ。封鎖したセントラルライフにあるはずじゃ。確認したところ、中にあったはずの機体は跡形もなく消えていたそうだ。現象に巻き込まれて消えたのか、あるいはアレスにウィータ、それに消失現象。俺はもういっぱいいっぱいだ。それにゴーストもっすよ。ゴースト。私が知らない存在です。できればもっと詳しく教えていただきたいのですが。悪いが俺たちもほとんど知らないんだ。グロウスの奴らと敵対していた異星文明ってくらいで。確かに敵対はしていたけど、ゴーストがグロウスを一方的に叩いてたって感じだったな。あのグロースをですか？それぐらいヤバいやつってことっすね。結局ゴーストとグロウスの侵略戦争に巻き込まれた私たちが一番の被害者ってわけだな。そんな簡単な話じゃないわ。ゴーストの出現は崩壊の予兆なのよ。私たちがゴーストとグロースの衝突を実際に目にした時、あの時何が起こった？あの時地球は消滅した。そしてそれは初めてのことではなかった。かつて私が生まれた星も同じようにして失われた。エルマさんの生まれた星。消失を始めた未来、現れたゴースト、そしてアレス。これらすべての出来事には因果があるのよ。エルマ。大丈夫。今ここでみんなには聞いておいてもらいたい。二度も故郷を失った私の話を。私が生まれたのは長く遠い時空の隔たりの中で異なる進化を経たけれど、あなたたち地球人と同じサマールの末裔が生きる星。他の惑星と争うでもなく、
友好的で平和な星だった。グロースの襲撃、それは何の前触れもなく始まった。彼らの狙いはサマールの末裔を根絶やしにすることと、もう一つアレスの奪取だった。アレスですか？アレスがどう関係あるってんだ？私も詳しいことはわからない。ただアレスは私たちが創出したのではなく、その技術の源は始祖であるサマールの時代にある。私たちは超古代の記録や遺物をもとに再現したに過ぎない。ってことは、そう、グロースはサマールが創造した合成生命体、アレスもまたサマールが創造したもの。この2つに因果関係があっても不思議ではない。だからアレスをウィータが追っていったんですね。でもゴーストが現れた理由が分かりませんね。話にはまだ続きがあるわ。グロースとの戦いは長く続いた。一進一退の攻防が繰り返される中、突然母星に消失現象が発生して、双方に敵対を示す第三勢力が出現した。それがゴーストだった。突如として現れたゴーストは意志なく私たち、そしてグロースを襲い始めた。戦いは混乱し、母星は戦闘で破壊の限りを尽くされ、また消失現象によって陸は飲まれていった。母星の運命は決まっていた。だからアレスと共に私を地球へと送った。グロースが生きていたら次に狙うのは同じサマールの末裔が生きる星、地球以外にはなかったから。私はアレスの技術を地球人に伝え、グロースに対抗しうる科学の進歩を促した。でも結局地球を救うことはできず、アレスと英雄を失った。確かにな。状況は似ちゃいるが、俺たちが生きているのはお前さんのおかげだ。そうっすね。エルマ大佐がいたから私たちはここにいるんです。ありがとう。これが私とアレスにまつわる一部始終よ。グロースを介してアレスとゴーストには因果がある。そしてゴーストが現れる時、星は消える。この消失現象の大元はアレスということですか？ヘルマさんの母星や地球と同じようにこのミラも。ええ、そうなるわね。やることはシンプルだな。つまりまずはそのアレスを見つけりゃいいってわけだな。でもアレスはなんでコンタクトしてこないんすか？正体を隠す必要なんてないでしょう。バンダム司令、なんだ？光線中のドールの反応を確認。数は2機。早速フロンティアネットに引っかかったか。エネルギー反応が異常だ。波のドールじゃこうはいかない。それって真っ先に予測されるのはアレスとウィータってことだ。手間が省けたな。そうね、すぐに出ましょう。相手はウィータかもしれん。全員でことに当たってくれ。了解。
慎重になりすぎる必要はないが注意しろよ、エルモ。ええ。でも私たちに今できることは自分たちの手で可能性のある道を手繰り寄せること。やっぱりビータ。でも一体誰が。なんすか今の。知るかよ。なんとなく良くはない気がするな。コアを抜いた。来るわよ。離脱対角線で後ろのレッドアッシュ。うまくやれそうだ。強化します。うまくやれそうだ。展開強化します。任せてもらおう。くらえ。技が通った。ください。格闘圧の好機。分かってる。手加減はなしだ。対象を弱体化させる。とどめだ。逃げ場などないとして油断をせず強化させてもらおう。されました。ルイを破壊したわ。くらえ。ファクトアーレで手がけた全てを断つ。これでうまくやれそうだ。一撃で技が通った。フィールド全体。格闘圧の好機。こちらが有利ね。分かってる。続いてください。手加減はなしだ。お願いします。強化しますください。フィールド全体。逃げ場などないとしてこちらが有利ね。攻撃が入った。そうね。これで有利にさせるはず。決めます。これで奴を弱らせる。フィールド全体。強化します。わかりました。いいダメージが入ったわ。チャンスだな。接近戦でリズムを維持してやりました。これでフィールド全うま体。くやれそうだ。逃げ場などないとこちしてらが有利ね。全てを断つ。うまくやれそうだ。一撃だ。油断をせず強化させてもらおう。手加減はなしだ。油断を壊れた。強化させてもらおう。攻めよう。対象を弱体化させる。お願いします。だな。深いな。良い一撃が入った。格闘圧でこちら攻めろ。が有利ね。油断をせず強化させてもらおう。今なら接近戦が有効よ。うまくやれそうだ。転ばされちゃいました。こうするの。あなたもよし。どうしてやる。フィールド全これで体。奴を弱らせる。逃げ場などないとして片付けよう。一撃でやれそうだ。続けて一撃決める。うまくやれそうだ。弱体化させる。すぐ直してあげるからね。スキルで暴力よし。
せてもらう。フィールド展開。逃げ場などないと知れ。これで奴を弱らせる。はっ強化させてもらう。今なら接近戦が有効よ。させられるとは深く。フィールド展開。でこちらが有利ね。これで奴を弱らせる。逃げ場などないと知れ。これでこちらが有利ね。うまくやれそうだ。全てを断つ。はっ一撃で強化させてもらおう。対象を弱体化させる。続いて強化させてもらおう。決めちゃいます。これでこちらが有利ね。行くわよ。展開。フィールド展開。こちらが有利ね。やれそうだ。せや倒れる時ではない。回復せねば。対象を弱体化させる。懐かしいか。エルマ大佐、ゴーストです。警戒して。この忙しい時に。ゴーストがウィータを。くそ、俺としたことがゴーストの接近に気を取られるとは。すまん、コアを奪われちまった。本当にアルさん。生きてやがったか。一体今までどこほっつき歩いてやがった。お揃いだな。見慣れない顔もいるが SF 大会は嫌いじゃないぜ。ん？どういう意味ですも？タツたちに会えて嬉しいってさ。素晴らしい社交的な方です。心配をかけたな、お姫様。遠慮しなくていい。感動の再会と行こうじゃないか。なぜウィータはアレスのコアを奪っていったの？なんだよ、釣れないな。ごまかさないで詳しく聞かせて。わかった、順に話すが、その前にそっちのことも教えてくれ。いろいろあったのはお互い様だろ。それとアレスだが分析に回してくれないか。分かったわ。話をするのは後にしましょう。ここにいたらまた襲われるかもしれない。あなたとアレスの輸送の手配をする。照れなくてもいいのによ。あの人が英雄アロイス・ブルノルトなんですか？直接会うのは初めてか？私たちが大佐のチームに配属された時はすでに昇進していて、実際に会うことはなかったな。政府広報で見たイメージと随分違って、なんていうか軽いっすね。あれがあいつの本当の姿なんだよ。おい、英雄ってまさか俺のことか？ああ、そうだ。
自らの命を消して人類の未来を灯した偉大な英雄アロイス・ブルノルト。それがお前だ。本当かよ。そんなつもりじゃなかったんだが。その英雄が生きていたとなれば NLA はバケツをひっくり返したような騒ぎになるな。 NLA？ 白芸の居住区のことだ。今はそう呼ばれている。そうか。ちゃんと生き残ったんだな。英雄さんのおかげだ。だな。そうっすね。お前らやめろよ。リン、お前も無事で何よりだ。はい。まったく賑やかになったもんだな。よう、調子はどうだ？まだまだだな。初めて会ったやつに何を求めているんだよ。挨拶の仕方、後で教えてやるよ。俺はアロイス・ブルノルトだ。あるでいい。よろしくな。来たよね。じゃあ NLA とやらに連れて行ってもらおうか。ご苦労さん。アレスは分析のために隔離格納庫に収容した。しかしゴーストがウィータを追いかけていったってのは俺たちよりグロースが危険だと分かったってことか？ゴーストにはそんな意志などないわ。対極にある物質同士が惹かれ合うように、ただ目前にある対象に群がっていくだけ。彼らの行動は自然現象に近い。私の星の研究者が出した最終的な答えは、ゴーストは世界を共生するシステムのようなものだったわ。システム？地球にもあった動物的な本能が実は環境保全のためだったりするのと同じですか？第6の御使いラッパを吹きしに、神の前なる金の鉱壇の4つの角より声ありて、ラッパを持てる第6の御使いに、大いなるユーフラテ川のほとりにつながれおる4人の御使いを解き放って、というを聞けり。かくてその時その日その月その年に至りて、人の3分の1を殺さんために備えられたる4人の御使いは解き放たれたり。それって君の口から聞くと何とも厳粛な気分にさせられるな。あなたたちの世界に古くから伝わる書物の一節、道徳や訓戒、そういったものを記した書物だと最初に読んだ時は感じたけれど、存外予言を記していたと？事実と言い換えてもいいわ。もし昔の人々がそういったシステムを知っていたとしたら。あいつらが終末の天使だって？そんな。神様もいるですもん。起きている事象は符合するわ。神だの天使だの、以前だったら一生に付していたところだが。ま、何にしろゴーストがグロースを追いかけているっていうのは朗報だな。何か分かったらまた連絡する。ひとまず休んでくれ。
わかったわ。ある。お前は身体検査だ。俺は至って健康だ。だからだよ。なんとか言ってくれよ。いってらっしゃい。わかった。すぐに行くわ。アレスのところに行ってくるわね。分析班が助言を求めているらしいの。力になれることがあったらいつでも呼んでください。わかったわ。ここまで施設が稼働しているとは。俺が留守にしていた期間といってもそんな何年もあったわけじゃないだろう。正直恐れ入った。気に入ったぜ NLA。 そう。いい加減に機嫌を直してくれよお姫様。わからないことを言うのね。どうして私が機嫌を悪くする必要があるの？ずっと一人ぼっちにさせてしまったからな。怒ってるんじゃないかと。そうね。あなたが残ってくれてさえいれば、私も少しは楽ができたのかもしれないわね。空軍からの肝入りで配属されてきたあなたは、ドールを操るセンスは抜群だった。当たり前のように昇進の声がかかるのも早くて、短期間でチームを離れることになったけれど、私は素直に喜んでいたわ。もし私が怒っていることがあるとすれば、それはあなたにアレスを委ねてしまった私自身に対してかもしれない。地球を脱出するとき、チームを指揮することを優先した私は、独断でアレスを借り、たった一機で切り込んでいくあなたを止めることをしなかった。無責任にもあなたの力にすがってしまった。あなたは英雄と呼ばれるようになり、アレスの専属パイロットとなって以降も白芸を守り抜いた。そして私たちがミラに落着することになったあの戦いで、あなたは、私は後悔した。アレスを押し付け、あなたに英雄としての戦いを強いてしまった私が許せなかった。君のせいじゃない。俺は勝手に突っ走っただけだ。アレスの力を借りて年がいもなく生きがってただけさ。俺は英雄なんかじゃない。ただ怖かったんだ。幼い頃に国を失ったようにまた居場所がなくなってしまうのを恐れていた。俺は白芸を守りたかった。アレスは道連れにされたに過ぎない。道連れね。でもそれなら私も同じ。私も生まれた星を失い、アレスを道連れに地球へとやってきたんだから。でもね、それはアレスの力を見くびりすぎよ。アレスは道連れにされたんじゃない。この機体はいつも導いてくれているのよ。私たちをあるべき場所に。あるべき場所。ええ。戻ってきてくれて嬉しいわ。
本当はアレスの整備をお手伝いしたいところなんですけど、お前も今はブレイドなんだからそっちの任務を優先しろって追い出されちゃいました。ひどいと思いませんか？これでも私、前はアレスの整備チームの一員だったんですよ。嘘でも嬉しいです。ありがとうございます。私が初めてアルさんに会ったのはエルマさんのチームに配属された時でした。あんな性格ですからチームメイトからは距離を置かれて、なんとなく一人ぼっちでいたアルさんなんですけど、私には親しく接してくれました。アルさんには昔、私と同い年くらいの妹さんがいたんです。情勢が不安定な国から逃げ出す時に離れ離れになって以来、ずっと会えてないそうなんですけど、アルさんは人には居場所が必要だって言いました。それは住所みたいに世界のどこかを特定するものじゃなくて、例えば待っていてくれる人がいるところ、仲間と信じる人たちが集うところ、そんな場所のことを言うんだって。きっと妹さんや家族がいる場所がアルさんの居場所だった。でもそれを見失ってからは、アルさんは地球全部を居場所にするために宇宙に上がったんです。地球のどこかで自分の家族は必ず生きている、そこが自分の守るべき居場所だと確信するために。地球を失ってからは白芸がアルさんの居場所になりました。だからリン、お前だって今は俺の家族なんだぜってアルさんはそんな風に言ってくれました。その言葉は私にとって何よりも嬉しいものでした。でも私は以前のように無邪気にアルさんの行為に甘えることはできない。アルさんがいない間、悲しいことが起こりすぎたから。そうですね、全部に答えを出さないとって考えすぎていたのかもしれないです。話し相手になってくれてありがとうございます。言葉にしたらなんだか落ち着きました。了解。アルの身体検査が終わったらしいわ。指令室に行きましょう。やれやれ。散々な目にあったぜ。お前が生体じゃなきゃこっちも苦労しなかったんだがな。そうよ。彼は BB じゃなくて生身なの。クルーは全員 BB のはずって思ってんだろう。こいつは選ばれし者ってとこかな。オリジナルアレスは生体じゃないと乗れないの。お前ら、今はその話はいいだろ。それより改めてよく戻ったアル。
英雄の帰還を我々は心より喜んでいる。その英雄ってのやめてくれないか。どんな顔したらいいのかわからん。それより、この星のこと、これまでのことを聞かせてもらいたい。こっちはまだタイムトラベラーの気分なんだ。わかった。順を追って話そう。なるほど。俺がいなくなってからの経緯は大体把握した。ならば、今度はこちらが尋ねさせてもらいたい。ある。君は今までどこにいたんだ？その話をするには、アレスの分析結果が必要なんだ。裏付けがなけりゃおよそ信じられない話だからな。どういうことだ？白地の大陸付近で急激なエネルギーの増大を確認。消失現象か？いえ、消失現象のパターンとは一致しません。次から次へと何なんだ？モニターに移せ！この星に集いし我らたち、私の声に答え。なんだ？あのバカでかい構造物は。それにこの声、ボイドって。ボイド、エルマさん知っているんですか？太古から生きながらえオリジナルのアレスを創出した存在。そしてグロースもまたボイドが生み出したもの。言うなれば創造主よ。もしかしてルクザールが言っていたあの方って。やはり神話は真実だったというのか。なぜを言いたが、あの方の器が地球の原始人ごときにただのデク人形に。ええ、ボイドのことよ。俺をボコボコにしてくれたのもあいつか。イータを奪ったのはこのためだったのか。奴はまたグロースを集めて戦いを始めようってのか？その通りだ。こっちの声が聞こえているのか？私は生き残りをかけた闘争を始め、敗者はこの星と共に消えるの。それは私がこれまで何度も見てきた光景だ。
今度も勝つのは私だ。私は世界を調律する。世界を調律する？星が消えるのが何度も見てきた光景って、じゃあエルマさんの星も私たちの地球も全部お前の思惑のうちだったってのか。敗者は消えるの。大した言い草だな。ふざけんなって言葉しか出てこねえよ。アレスの魂を返せ。敗者は消えるの。負けた覚えはないな。俺自身が諦めない限り俺は絶対負けはしない。闘争を続けるつもりか。そうだ、首を洗って待っていろ。それもまた命のあるべき姿。生き残るための必然だ。それもいい。世界の果てであろう。生き残りをかけた闘争。また新たな戦いを始めなくちゃいけないんですか？いや、そう単純な話でもない。戦う、戦わないにかかわらず、この星は今消えかけている。かつての私たちの母性のように。生き残りとはつまり、この世界からの脱出。そのための闘争だ。世界からの脱出？ある。君はその方法を知っているというのか？ああ。脱出にはコアが鍵になる。ウィータに取られたってやつか。コアがなければ人類は、いや、この星に住む全てのものは消える。アレスの分析はどうなっている？順調なら今頃、驚愕の事実ってのが明らかになっているはずだ。すぐに確認する。ここから先は、君さえ知らない話だ。お勉強の時間だ。隔離格納庫に行こう。分析班からの報告をそのまま伝えます。アレスを分析することにより、まず判明した大きな事実は、この惑星ミラが存在している宇宙、もしくは世界と言ってもいいですが、その外側にいくつもの世界が存在していることが確認されました。いわゆる平行世界というものです。すぐには理解できないかもしれないが、俺は白芸落着前の戦いの後、アレスと一緒にそれらの世界の狭間を漂流した。その際の航行データが平行世界を裏付ける証拠になるんですが、私たちもこれまでセントラルライフの所在を突き止めようとしたり、ボイトと共に現れたあの浮遊大陸を観測することで、ある程度のその存在の可能性を知り得ていました。今回はそれらの見解がアレスのデータによって統合され、答えが導き出されたということです。世界を調律するとボイドが言ったのは、この事実があってのことだったのか。こ
これに基づけば、私たちがもともといた地球が存在する世界と惑星ミラが存在する今いる世界は別であるということがわかります。そして私たちが元いた世界は地球の消滅と同時に世界ごと消えてしまっているということも。世界ごとだと？ボイドが言った敗者は消えるのみというのはそういうことだ。だがこの事実は何を示す？満点だ。そう、地球人はこのミラで生き残っている。つまり俺たちは地球があった世界の消失から逃れてこの世界に来た。生き残ったという証にならないか？あの時世界の消滅という膨大なエネルギーの変異があったことで、私たちは幸運とも言える偶然でミラに逃れることができたということ。あくまで残された記録を照らし合わせて得られる机上の理屈ですけど。ならばあの時と同程度のエネルギーを確保できれば、我々はまた消失するこの世界から脱出できるということか。だけどそんなことを人の手で起こすなんて。そうだ、そのためのアレスだ。そしてコアがその力の源になる。だからボイドは真っ先にアレスを狙った。生き残りのための闘争はもう始まっている。俺たちはまんまと先手を打たれたってことだ。ない。生き残るための新たな計画を早急に立てる必要があるな。そうだな。モーリスにも声をかけよう。ああ、ハ種族の協力も必要不可欠だからな。みんな今聞いた通りだ。計画の立案ができるまで通常任務を続けてくれ。了解。了解です。ある。お前どうせ暇なんだろ。ブレイド隊員として任務手伝ってくれ。暇とは随分な言い方だな。働かざる者食うべからずだ。チェ、わかったよ。計画の概要を伝える。司令室に来てくれ。了解。行きましょう。ボイドの出現以降、各地で鳴りを潜めていたグロースの残党が息を吹き返してきた。消失現象やゴーストは彼らにとっても脅威のはずだけど、新しい目的を得たことで士気が上がっているのでしょうね。目的、ボイドがいる浮遊大陸か。あの場所を聖地としてボイドの声を聞いた者たちの巡礼が始まった。創造主と共に新世界を目指すため、それは残党とされ忍者のごとき日々を暮らしていたグロースにとっては最高の動機となる。なら黙って集結すればいいのによ。あちこちでいざこざを起こしやがる。活気づいたのをいいことに暴動だの略奪だのやりたい放題。たまんないっすよね。元はサマールの末裔である。
我々の駆逐を目的として活動していた軍隊だ。それが本性というものなのだろう。これも生き残りのための闘争ってことか。このミラで生きていく。ここを安住の地、第二の故郷にとここまでやってきたが、消失現象、ゴースト、グロウス、あらゆる脅威から同胞を守らねばならん。それにはボイドからコアを取り戻し、別の世界に転移する。つまりこのミラを捨てる以外に道はない。さしずめ第二次反移民計画ってところだ。せっかくルクザールのやつを追っ払って輪が広がってこれからって時に。そうっすね。ここでの生活にも馴染んできたんすけどね。まさに団長の思いです。皆の気持ちはわかる。だがな、現実も見なくちゃならん。消失現象は止まることなく広がり、着実にこの星を飲み込んでいっている。この事実は変えられん。今回は地球種のみには限定していない。ミラに生きる全ての種族を脱出させる。全ての種族？もちろんこちらの提案に同意した全ての種族だ。残念だが意思疎通が不可能な生命種は基本的に含まれない。それはまたなんというかエゴイスティックですね。君の気持ちはわかる。私もやりたくはない。だがな、現実的には難しいのだ。有害なもの、凶暴なもの、様々なものがいる。残り時間と今いる隊員だけでは全てに対応することはできん。でもそれにしたって全種族っていうのは可能なんすか？そうです。脱出用の船をこれから建造するならかなりの時間と、それに大きさが必要なはずです。船についてはマノン人との協力体制を取り付けた。 NLA に浮いているあのマノン船を使うんですか？そういうことだ。計算上あの船ならば全種族の収容が可能だ。アレスを使った転移システムの構築やセントラルライフの原型質溶液の搬入を含む諸々の改修は必要だが、協力して当たれば消失現象が来る前には終わる。孤児に言う一石三鳥ですね。ああ、全て万事順調というわけだ。確認できる種族が生活する範囲にも計画の内容は伝えてある。ミラと運命を共にすると返してきた者もいるらしいが、大半は NLA に向けて移動を開始している。のんびりしてらんねえな。そうね。今より所属する全ブレイド隊員はこの計画を成功させることが最優先事項となる。現段階でやることは2つ。脱出船の建造協力と NLA への移住希望者の補助。この非常事態だ。所属ユニオン関係なく任務に就いてもらう場合もある。準備をしておいてくれ。了解。バンダム司令、所属ユニオンに関係なく任務が来るかもしれないって言ってましたね。ええ。私たちもどんな任務が来てもいいように
ブレイドホームで準備をしましょう。はい。いきなりどうしたの？僕たちは今、アレスの転移システムの設計に協力をしているんだよ。ええ、聞いているわ。だけど、アレスとドールのことがよくわからないんだよ。だから、バンダムに相談したら、君たちが適任だって言われたんだよ。なるほど。要するに、格納庫に行って技術者に教えればいいわけね。そうだよ。すぐ行くわ。ありがとうだよ。話が早くて助かるよ。全員が顔を出すなんてな。調子はどうだ？アルさん、そればっかりですもん。口癖なんだよ。真面目に返す必要はない。そうだ。調子はどうだと聞かれれば。もちろん最低。そっちはどうだ？お前よりはいい。つまり最高。不思議なやりとりですもん。故事に言う以心伝心。素晴らしいコミュニケーションです。アルさん、俺もようグイーン、調子はどうだ？もちろん最低。そちらはどうです？てめえに心配されるほど落ちちゃいねえよ。やっぱり変わってないな。世界の果てを見てきたんだろう。悟りの一つくらい開いても良さそうなもんだろう。あれはそんな高尚な場所じゃない。ただ退屈なだけの寂れた避暑地みたいなとこだった。ぜひ詳しく教えていただきたいものです。私も興味があるわね。なんだよ揃って。つまらない話になるぞ。ハードル上げんなよ。まあいいか。その代わりおごれよ。ったく、物好きな奴らだ。白芸落着直前の戦いで複数のゴーストに追い込まれ、俺は孤立した。死んだと思ったあの瞬間、俺の目の前で何かが開いた。同時にやけに生々しい重力を感じて、俺の体はアレスと共にその開いた先へと吸い込まれていった。そこは見たこともない場所だった。宇宙の果てというのがあるなら、
ここがそうだと思えるような場所だった。今にして思えば、俺は平行世界の概念そのものを目にしていたのかもしれない。そこは無数に存在する平行世界のその間、狭間の世界と呼ぶにふさわしい場所だった。全く人知を超えた世界と言えたが、驚いたことにアレスの機能のほとんどは通常通りに稼働していた。地球の技術に合わせてローカライズされたセンサーなんかは使い物にならなかったが、しかしメインロガーは何らかの膨大なデータを受信し続けていた。夢でも見ていたんだろうと笑うだろうが、しかし俺はそのデータが何なのかを理解した。知性ではなく感性がそれをした。アレスに、そして俺の中に流れ込んできたのは、あらゆる宇宙に存在する全ての生物の意識だった。俺は本能的にそれら一つ一つを認識しようとする意識を遮断した。とても人の脳が処理できるようなものではない。瞬間的にそう察知した。古い SF 映画の受け売りだが、間違いではなかったようだ。だが俺と違ってアレスは優秀だった。膨大なデータの本流の中から俺が一番欲していた情報を見つけ出し提示してくれた。そう、その狭間の世界からこっちの世界に戻ってくる方法を、その道筋をアレスは俺に教えてくれたんだ。そのおかげで俺は戻ってくることができた。いや、地球があった元の宇宙は消滅し、このミラのある宇宙は別の世界なんだから、戻ったというのはおかしいか。その経験があったから、このミラのある宇宙から脱出するのにもアレスが使えるとあなたは考えたのね。まあそういうことなんだが。ある？俺だって全てを理解して戻ってきたわけじゃない。下手をすれば意識の本流に飲み込まれて永遠に出てくることができなかったかもしれない。あの世界は意識の監獄だ。監獄？ふう。ボイドだ。おそらく奴の意識もその監獄に囚われていたんだ。ウィータとかいう機体はボイドを降臨させるための器といったか。ひょっとするとあの監獄にある意識をつなぐという意味なのかもしれない。意識をつなぐ？それってまるで僕たちの BB みたいな。まさか全ての因果がつながりつつあるよね。ボイドはアレスが狭間の世界から脱出するのをトレースして監獄を脱したと考えられる。この俺と全く同じタイミングでな。そして今度は意識だけではなく本体としてあのウィータに乗り込んだ。アレスがこちらの世界に現れたのが私たちと出会う少し前だとすると、消失現象の発生とゴーストの出現もそれに誘発されたものであると考えられるわね。待てよ。何でもかんでもつなげようとするのはさすがに早計だろ。
そうね。でもアレスを求めてボイドが私の星を襲った時、やはりそのタイミングで現れたのもゴーストだったのよ。これは何と言ったか、因果律か。ボイドは世界を調律すると言ったが、なるほど。思惑がだんだん見えてきた気がするぜ。緊急のようね。ああ、忘却の警告でマノン人技術者の捜索をしてほしい。了解。状況を詳しく聞かせて。その技術者は転移システム構築を担当していたんだが、システムの基幹となる装置がグロースの要塞にあるっていうから取りに行ってもらったんだ。ずいぶん大胆なことをしたわね。今の状況じゃこっちも背に腹は変えられん。もちろん護衛はつけたんだが、グロースの奴らに見つかって以降連絡が途絶えた。なるほど。状況は理解したわ。すぐに忘却の警告に向かう。すまんが頼む。行くわよ。ここで戦闘があったみたいだな。グロース兵以外の遺体がない。まだ生きてる可能性がありそうですね。ええ、探しましょう。何者だ。あなたは。お前らは。そうか、仲間を探しに来たのか。何か知っているの？ここで何があったの？我々はお前たちの脱出計画に賛同して先んじて NLA に子供らを護送していたのだ。その際この近くを通ったのだが、偶然にもここでグロースどもと戦闘する地球人を見つけ加勢したのだ。戦闘には勝利したのだが負傷した者も出てな。今は負傷兵の移送を行っている。そうだったのね。感謝するわ。礼には及ばん。そなたたちの仲間は我らの根城で治療を行っている。馬坊さん、一緒にマノン人を見かけませんでしたか？我らは見かけてはいないが、別部隊もいたゆえそちらで保護したかもしれん。もし迷惑でなければ今から城に行ってもいいかしら。ああ、構わん。何をしている？まだ残りが嫌がったか。貴様ら皆殺しだ。ここは私たちに任せて。あなたたちは急いで負傷兵の移送を。承知した。後を任せる。余計な戦いは避けたかった。強化します。これで大丈夫です。ここからだ。強化します。これで大丈夫です。フィールド転倒してください。どうだ。こちらが有利ね。対象を弱体化させる。フィールド転倒。俺から本気だ。でこちらが有利ね。目をつぶれ。これでブーストかけるぜ。うまくやれそうだ。行くわよ。強化します。これで大丈夫です。この流れを維持しろ。強化します。狩りの時間だ。大丈夫です。攻める。ブーストかけるぜ。切れるか。やりました。お願いします。決めます。邪魔なものは切り崩す。パーフェクトロック。これで決まったわね。今なら接近戦が有効。
スの根城に急ぎましょう。そうね。今回は本当にくたばったと思ったよ。生きててよかったですもん。ワンワンに感謝ですもん。まったくだ。あんたらが来てくれなかったらこうして話すことすらできなかった。ありがとう。我ら同じ星で暮らす者同士、お互い様だ。怪我した挙句装置もなかったなんてついてないぜ。大丈夫だよ。次の目星はついてるよ。今度こそ見つかるよ。ほんとかよ。3回目だぞ。ノープログラムだよ。先ほどまで生死の淵に立っていたというのに、随分と気楽なことだ。生きていればオールオッケーだよ。次行くよ。改めて礼を言うわ。彼らを救ってくれてありがとう。殿下より地球人とは助け合えと命があったゆえな。殿下、私たちの仲間を助けていただきありがとうございます。礼には及ばん。相見互いだ。それにしてもよもやボイドがここに現れようとはな。ボイドを知っているんですか？ウィータは魂に近いボイドを受け入れるための器。地球での戦いにおいてもウィータに意識を入れグロースを率いていた。しかし地球消滅の混乱の中でボイドの意識はウィータを離れ、その抜け殻はそなたらの船がそうであったようにミラに引き寄せられ落着していた。アルさん、この前話してた。ああ、狭間の世界から意識だけをウィータにつないでいたんじゃないかっていう推測とは矛盾しないな。任務達成ね。私たちも NLA に戻りましょう。いろんな種族が助け合える。ミラっていうのは暖かい場所だな。ラオの言った通りだ。ラオさん？あなたラオに会ったの？いつ？狭間の世界を漂ってる途中でな。まさかどこかの宗教でいうあそこは涅槃の世界でもあったのかもしれないな。狭間の世界を漂いアレスの導くままにこちらの世界へ帰還する道を探っていた時、俺はその途中で奇妙な場所にたどり着いた。
妙なところで会うもんだな。ある。直接話すのは俺がお姫様のチームを離れた時以来か。白芸がミラに落着した戦闘で死んだものだとばかり思っていた。ここが死後の世界だというならその通りだ。で、お前はどうなんだ？死んだのか？ああ、そうか。俺は仲間を裏切った。敵に情報を売り、家族を見殺しにした奴らに復讐を、いや、全てを消そうとした。弔うとか報いを与えるとか、そんな上っ面の感情よりも深い絶望が俺を暴走させた。分かっていたんだ。分かっちゃいたが止めることはできなかった。ずいぶん言い訳じみてるんだな、お前ほどの男が。言うなよ。だがあの子は、リンはそれが人間だと言ってくれた。汚くて醜い人間なんてそんなもんだと。優しい子だ。最後まで俺を分かろうとしてくれた。やりきれないじゃないか、あんな子供にそこまで言わせてしまうなんて。俺の絶望があの子まで辛くさせてしまったなんて。だからお前は死を受け入れてこんなところで寝転がってるだけなのか？ああ、きっともうすぐシャーメイとチェンシーにも会える。お前はそれで満足だろうが俺は嫌だね。たとえここが死後の世界だったとしてもそれでもまだ生きてやる。守りたいものを俺はまだ守りきっちゃいない。やりきれない思いを残して自分だけおさらばなんてごめんなんだよ。そうだな、お前はそういうやつだ。俺とは違う。もう行けよ。道はわかるんだろ？ああ、最高の道案内がいる。俺が元いた世界、あそこは暖かい場所だ。みんなお前の帰りを待っている。だといいがな。戻ったらリンに伝えてくれ。人は確かに醜い。生に固執し他者をも踏みにじることがある。だがそれを知った君ならばその命は醜くなんてない。生きてくれと。ラオさん、私は優しくなんてありません。これで終わりよ、ラオ。やめてください、エルマさん。どきなさい、ディン。同じブレードの仲間じゃないですか。ラオさんをかばおうとしたことだって結局自分が悲しいのが嫌なだけだったんです。理解なんてできていなかった。私は子供っぽい未熟な感情で動いているだけだったんです。でもあの時あなたは私と同じようにラオさんをかばおうとしてくれました。そうしてくれなかったら私は自分を貫けずに逃げ出していたかもしれません。子供のままで終わっていたかもしれません。そう、
あの時あなたが立ちはだかってくれていなかったら、私たちは皆醜いだけで終わっていた。あなたは絶望から私たちを救ってくれたのよ。理屈なんてどうだっていいんだよ。ただ生きることに綺麗も醜いもあるものか。あいつは生きろと言ったんだ。確かに伝えたぜ。はい。ヘルマタさん、助けなくさ。どうしたの？一体何が起こっているの？エルマ、今の声。ええ、さっきの部隊の隊員の声だったわ。確か夜行の森の古城要塞に向かうって。急いで行きましょう。ああ、間に合うといいが。タイのみんなが、それにやろう。どうして？あなたたちの目的だってこの世界からの脱出のはず。こんなことをしても何の意味もないのに。死を知りたい。死ったと？君たちの強烈な動機は死への恐怖だ。それは生の渇望よりも強い。私はそれを知りたい。だからこんな虐殺を。自分で殺すことで死を恐れる感情がわかるってのか。あなたは私たちとの戦いを生き残りの闘争と言った。それは死を拒む戦いよ。それを理解せずに闘争を始めたの？闘争の敗者は消え去るのみ。それは死ではない。私自身にその概念がないのだから当然だ。消え去るということ、純粋な存在の否定だが、君たちが言う死には様々な感情がつきまとう。それを知りたい。知ってどうするの？それを考えたことはない。私の欲望は感情に根ざしたものではないから。行動は全て必然によって自動的に行われている。そんなことで、そんな理由にもならないようなことで、あなたは。もういい。理解なんかしようとするな、リン。分かりきった言葉を並べちゃいるが、つまるところこいつは心底邪悪ってことだ。俺たちの敵だってことだ。でもそうだ。あいつとの対話手段は闘争しかない。そうね。リン、今はこれ以上の犠牲を出さないことが私たちの任務よ。わかりました。余計な戦いは避けたくない。手を打つ。ノアズレッ一撃決める。今なら接近戦が有効よ。外しはしない。どうだ。塁を破壊したわ。格闘あって畳みかけて。うまくやれそうだ。こ
れでこちらが有利ね。うまくやれそうだ。狩りの時間だ。強化します。ここ大丈夫です。出ます。流れを維持しろ。パーがついてください。力を味わいな。絶対こちらが有利ね。対象を弱体化させる。続いて邪魔なものは切り崩す。覚悟してください。フィールドブーストかけるぜ。こちらが有利ね。強化します。目をつぶれ。狩りの時間だ。ブーストかけるぜ。決まったわね。今なら接近戦が有効よ。ここからが本番だ。続いてください。次はお前の番だ。ボイド。もういい。これ以上は不毛。君たちは生きることへの執着が過ぎる。私が知りたいことを教えてくれそうにはない。なんだと？どちらにしろ君たちは来る。私のもと。そうせざるを得ないのだ。闘争は続く。この世界がついえる時は近い。鉄頭鉄尾、胸くその悪い野郎だったな。後味最悪だ。安否確認をしましょう。了解です。これって探していた装置みたいね。見つけていたのね。そうみたいですね。この装置は私たちが持ち帰りましょう。彼らの意志を無駄にしないために。はい。サンキューだよ。仲間を失ったのは残念だけど、彼は任務を達成したんだ。褒めてあげないとだよ。くそ、ボイドの野郎。試練、勝ちましょう。ボイドとの戦いに必ず。当たり前だ。命を無駄にしてたまるか。熱くなっているところ悪いが、アレスの分析はどうなっている？ユウたちのおかげでベリーベリー進んだよ。伝えたいことがあるから、アフターで隔離格納庫に来てほしいんだよ。分かった、後で行く。いろいろあったが任務は完了だ。お疲れさん。よう、調子はどうだ？最悪じゃん。そっちはどうよ。あんたよりはいい。つまり最高だ。よかったじゃん。アルさん、すっかりここの生活に慣れましたね。ああやって打ち解ければすぐ仲良くなれるのがいいところね。よう、調子はどうだ？もちろん最悪ですもん。そちらはどうですもん？もっと最悪な気分だ。
R さんお約束が違うですも毎回同じじゃ面白くないだろ。ずるいですもエルマー、このめんどくさいのを黙らせてくれ。それで新しい情報は？エルマー、アレスは君の星で再生されたと聞いたが、どこまでこの機体のことが分かってる？再生というと聞こえはいいけれど、その実発掘された超古代のフレームに補助的な動力や装甲を付け足してなんとか動ける状態にしたというのが本当のところね。つまりコアに関しては何も分かっていなかった。分かっていたら私が地球に持ち込んだ時に説明しているわ。そりゃあそうだな。もどかしいわね。アレスのコアはどうやら超古代に存在した装置が元になっているらしい。装置？時空を歪ませ別の世界に対象物を転移させる装置だ。マルチバースとか昔の映画にそういう話よくあっただろ。それが現実に？アレスがコアを介して発生させていたエネルギーは桁違いだった。シミュレーションによれば最大で発揮すれば軽く時空が歪む。なるほど。ということはコアを手に入れたボイドはもう。落ち着いて、まだ大丈夫よ。そうだ。わざわざ俺たちを挑発してきたってことはまだ準備中ってことだろ。まあもし仮に準備が完了していても脱出はできないかな。どういうこと？奴はアレスのコアさえあればこの世界から脱出し、それが叶うのならば世界を調律することさえできると息巻いていた。がコアだけじゃダメなんだ。機体を分析することで分かったんだが、俺がアレスと共に狭間の世界へと転移したことでその機能と意識は融合し不可分な存在となった。理屈は分からないが、そうしなきゃ生きてる人間があの世界で自我を保つなんて不可能だったんだろう。つまりこの俺とアレスなしでコアは本来の力を発揮できないってことだ。アレスと不可分ってそういうことなんですか？物理的に離れられないんじゃなくて、そのエンジンと車体みたいな関係で。話が早いな、リー。そして分析が進んだことでさらに分かったことがある。俺は狭間の世界で意識の本流が集中する場所を見た。それはあらゆる世界の結節点ということらしい。たとえアレスとコアの力を使ってもそこに合わさることができなければ世界からの脱出なんておそらく不可能だ。タイミングが必要ということ？簡単に言えばそうだ。あとこれはアレスと狭間の世界を分析した結果の副産物なんだが、世界の結節点に収束するという意識の本流、その構造はセントラルライフのそれに非常に近いそうだ。何ですって？ウィータに意識を飛ばしたボイドの仕組みが BB を介して生きながらえている地球人に近いという話になったことがあっただろう。セントラルライフがなくなっても意識を保存する場所はあったというわけだ。科学力ではなくもっと大きな世界の仕組みとしてな。そんなことって。あなたの言う世界の仕組みとは一体何？さあ
ただ俺はあの世界にいて感じたんだ。お前たちの人々の存在を。常にそれに包まれているような不思議な感覚だった。意識が集う場所。アレスはそこにつながることができる。むしろ魂とか。どうだろうな。この世界からの脱出が叶えばいずれわかることなんじゃないのか。ともあれ、ボイドに奪われた6つのコア、アレスとこの俺、そして世界の結節点に合わさるタイミング、これらの要素が揃わなくては脱出は叶わない。この事実はボイドにしてもそろそろ気づいていることだろでもそれならなぜ NLA に攻めてこないんですか？そのせいでアルを死なせてしまったり、アレスを破壊してしまうことを危惧しているのよ。でもやがては策を練って何らかの介入はしてくるでしょうね。なら俺たちはどうする？お前の意見はどうなんだ？痺れる答えを期待しているぜ。痺れた。期待以上の答えだ。よう、調子はどうだ？最悪よ。そっちはどう？君よりはいい。つまり最高だ。聞いたかよ、あいつのセリフ。ええ、期待通りだったみたいね。ああ。でもどうして決断を委ねたの？もし俺が倒れても人類の未来を託すことができる。あいつはそういうやつだからな。らしくないわね。今の俺たちにはこの世のものすべて、世界を丸ごと愛する覚悟、それを受け継ぐやつが必要なんだ。もう一人の自分が欲しいのね。地球を脱出するとき、私の静止も聞かずアレスで突っ走っていった自分のような。避難民の誘導は頼んだ。俺は外で船を守る。敵の数は圧倒的よ。アレス一機で状況を変えられるものではないわ。やってみなくちゃ分かんねえだろうが。アル、こっちから攻め入って活路を開く。丸ごと守りきってやる。地球の人間をここで終わらせたりはしない。そうね。あの人はあの時のあなたにそっくりだわ。
転移システムはまだ試験段階だが、新白兵の回収作業は終わった。今からお披露目するから外に出てみろ。それは楽しみね。どう？見に行ってみない？はい、行きたいです。タツももちろん行くですもん。お前たちのおかげで長距離航行にも耐えうる船が完成した。転移システムも試験運転の結果は良好だ。これからはまだ NLA への移住ができていない者のサポートと、すでに NLA にいる住人の誘導になる。消失現象やゴースト、グロースの動き次第では全住人の収容が完了していなくても新白芸を発信させる。無論情報は共有するが判断を現場に委ねる事態もあるだろう。心しておいてくれ。住人の収容が終わったらいよいよ殴り込みってことだな。ああ、この先は総力戦だ。護衛すべき対象は集中させておかないと守りきれん。全滅も一瞬ってことになるかな。どちらにしろ私たちはアレスを失えば生き残りようがない。一連卓勝上等じゃないか。転移したらどこに行くんですかね。そんなの分かるわけないだろ。違う世界へ行けたらいいが、狭間の世界を永遠に漂うことになるかもしれないぜ。いいですもん。どちらでも私の知的好奇心が満たされそうです。おじけづいたか。怖さを知るのは真の力を手に入れる第一歩だ。エルマン、早速だがケイリって隊員なんだが、友人がここに来ていないって言ってるらしいんだ。悪いが本人に会って話を聞いてやってくれないか。ええ、分かったわ。すまんな。ケイリーは住宅エリアの境界にいるはずだ。忙しいところすみません。実は任務中に知り合った友人がまだここに来ていなくて、様子を見に行ってもらえないでしょうか。それは心配ですね。はい、自分で行きたいのですが、私の隊は新白芸への誘導任務についていて行くことができないんです。分かった、引き受けるわ。その友人はどこに住んでいるの？ありがとうございます。彼女は白磁の大陸の北冥毛山頂上に住んでいます。友達かは分からんが、誰か住んでいるのは確かみたいだな。そうですね。でも誰もいないですね。もう出て行っちゃったんじゃないですもん。だろうな。 NLA に行ったのなら荷物を運んだ形跡があっても良さそうだが、特にない。そうね。それに焚き火が消されていないのも気になる。
ちょっと前までここにいたってことですね。ええ、状況的にはね。どこかに水でも汲みに行ったんですかね。そんなに遠くないな。行きましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですもん。ここは私たちに任せて、今のうちに。分かったですもん。余計な戦いは避けて。これで大丈夫ですか？追撃だ。任せてください。強化します。邪魔なものは切り崩す。大丈夫です。フィールド担当してください。これでこちらが有利ね。狩りの時間だ。超火力を味わいな。決めます。ここブーストかけるぜ。これで大丈夫ですか？フィールドブーストかけるぜ。強化します。こちらが有利ね。大丈夫です。対象を弱体化させる。吹いて。そうくらいな。覚悟してください。了解。これでどうだ。見えるぜ。決まったわね。今なら接近戦が有効よ。分かってる。手加減はなしだ。狩りの時間だ。フィールド展開。これで大丈夫ですか？こちらが有利ね。うまくやれそうだ。超火力を味わいな。ターゲットロック。強化します。逃がさない。邪魔なものは切り崩す。ブーストかけるぜ。任せてください。了解。こいつをくらいな。出ます。ビンゴだ。このまま押し切れ。こちらが有利ね。ブーストかけるぜ。手加減はなしだ。いい応対したわ。止まってみるぜ。アーツで畳みかけて。大丈夫です。対象を弱体化させて。はい、コンビ。手をつぶれ。私はしない。決まったわね。今なら接近戦が有効よ。これでターゲットロック。逃がさない。うまくやれそうだ。オーバークロックギア。フィールド展開。分かってる。こちらが有利ね。手加減はなしだ。フィールド展開。こちらが有利ね。超火力を味わいな。覚悟してください。対象を弱体化させる。邪魔なものは切り崩す。ターゲットロック。逃がさない。援護射撃お願いします。強化します。フィールド展開。こいつをお見舞いしてやる。こちらが有利ね。強化します。ここ。うまくやれそうだ。大丈夫ですか？いいからって集中砲火しましょう。フィールド展開。こちらが有利ね。超火力を味わいな。おっと、捕らえたぜ。チャンスは逃さないで。ブーストかけるぜ。これで大丈夫ですか？オーラアーツだ。フィールド展開。待ってみるこちらが有利ね。続いてください。フィールド展開。覚悟してください。これでこちらが有利ね。ターゲットロック。邪魔なものは切り崩す。逃がさない。決まったわね。ブースト今なかけるぜ。ら接近戦が有効よ。手加減はなしだ。覚悟して切れるくださか。よし、壊れた。このまま格闘で攻めよう。ここからがい。これで本番だ。大丈夫ですか？うまくやれそうだ。フィールド展開。これで大ブース丈夫です。トかけるぜ。こちらが有利ね。うまくやれそうだ。せオーラフィールドアー展開。ツ。お前も続け。こいつちらが有利ね。をくらいな。はい、コピー。ターゲットロック。狩りの時間だ。今なら接近戦が有効よ。分かってる。手加減はなしだ。強化します。対象を弱体化させる。手をつぶれ。待ってみえるぜ。私はしない。ぶっ壊してやったぜ。あとはわかるな。当ててきやがるですもん。タツは何にもしてないじゃない。さっきの家の住人かはわからんが戻るか。そうしましょう。さっきはありがとうですも。おももですも。私はリンです。怪
怪我はありませんか？大丈夫ですもん。私はエルマです。早速ですが、オモモさんはケイリーを知っていますか？ケイリーですもん。もちろん知っているですもん。親友ですもん。親友？そんな仲なんですか？そうですもん。前に今日みたいに野草を取っていたら原生生物が現れたですもん。逃げようと思ったらもうオモモも年ですもん。足がもつれて転んで怪我をしてしまったですもん。絶体絶命のその時にさーっとケイリーが来てちゃちゃっと原生生物を追っ払ってオモモをここまで運んでくれて怪我の手当てまでしてくれたですもん。それ以来心配して様子を見に来てくれるですもん。ケイリーさん優しいですね。本当に優しい人ですもん。ここに来る時もいつも食べ物とか持ってきてくれるですもん。だからオモモも精一杯の手料理でおもてなしするですもん。手料理タツも食べてみたいですもん。ケイリーは元気ですもん。はい、元気ですよ。実は私たちケイリーさんに頼まれてここに来たんです。桃？ケイリーに頼まれてですもん？ええ。そうだったですもん。ケイリーにもあなたたちにも迷惑をかけてしまったですもん。ごめんなさいですもん。全然そんなのいいんです。私たちの仕事ですから。それよりお手伝いしますから NLA に一緒に行きましょう。オモモはここに残るんですもん。せっかくこんなところまで来てくれたのにごめんなさいですもん。どうしてですか？夫がここに眠っているんですもん。だからオモモもここに残るですもん。この星なくなっちゃうんですよ。分かっているですもん。でも夫は人一倍寂しがり屋だったですもん。だから一人ぼっちでここに置いていくなんてオモモにはできないですもん。オモモさんはそうでも旦那さんはそんなこと望んでいないんじゃないですか？そうかもしれないですもん。だから分かってほしいとは思わないですもん。ケイリーさんの気持ちはどうなるんですか？親友なんですよね。オモモさんの好きな人と最後まで一緒にという気持ちはわかります。ただ他にも理由があるんじゃないですか？そうなんですか、オモモさん。足手まといになりたくないんですもん。足手まとい？そうですもん。オモモには2人の子供とたくさん孫がいるですもん。みんなもう NLA に行ったんですもん。それならオモモさんも一緒に。オモモもう年ですもん。体もついていかなくなってきたですもん。そんな時いつもみんなが心配して助けてくれたですもん。でも新しいところで新しい生活をするのはとっても大変ですもん。オモも疲れちゃうですもん。それでまたみんなに迷惑をかけるのが嫌なんですもん。それで足手まといなのね。そうですもん。
おももは十分してもらったですもん。だから夫のいるここで静かに最後を迎えたいんですもん。それが子供たちにとっても幸せですもん。迷惑かけてもいいじゃないですか。おももさんがいるからみんな幸せなんです。だからおももさんは生きないとダメなんです。生きていることがみんなの支えになって、それが幸せにつながるんです。そうね。リン、おももさんは自らの意志で残ると言っている。無理強いはできない。それに冷たいようだけれど NLA に移住したくてもできない人がまだたくさんいる。ここに長居はできないわ。おももさん、あなたのお気持ちは分かりました。ご家族のことは安心してください。私たちが必ず新しい世界に連れて行きます。よろしくお願いしますですもん。悲しませてごめんなさいですもん。私こそおももさんの気持ちも考えずに生意気なこと言ってごめんなさい。そんなことないですもん。おもものことをそこまで気にかけてくれて嬉しかったですもん。おももさん、まだ間に合います。いつでも連絡ください。ありがとうですもん。あなたの言葉忘れないですもん。さあ、ケイリーに報告に戻りましょう。エルマさん、これで良かったんでしょうか。正解はないと思う。一つ言えることは、それでも私たちは進まなければならないということよ。ケイリーさん、何をしているんですか？皆さん、ちょうどよかった。今からおももさんを迎えに行くんです。おももさんを？はい。荷物が運べないから手伝ってほしいってさっき連絡があったんです。だっておももさん。おももさんから聞きました。ここに残るつもりだったそうですね。そうなんです。それで私、失礼なこと言って。おももさん、リンさんの言葉が忘れられなかったそうです。おももはみんなから助けられることが普通と思って勘違いして、自分で頑張ることから逃げようとしていたんですもって。おももさん、皆さんすみません。どうしたの急に。実はおももさんは来ないんじゃないかなって思っていたんです。会うといつも笑顔で何か吹っ切れているような感じがして、だから聞けなかったんです。それで私たちに頼んだのね。はい。で、結果はリンのおかげで大成功。やめてくださいよ。いや、本当にリンさんのおかげです。私だったらおももさんの言葉を聞くだけで自分の意見は言えなかったと思います。私も今回のことで言葉としてしっかり伝えることの大事さを改めて知りました。ありがとうございました。ケイリーさんまでやめてくださいよ。リンさん、さすがですもん。おももさんを
あまり待たせてはいけないわ。そうですね。皆さん本当にありがとうございました。リン、よかったわね。はい。R さん、調子はどうですか？もちろん最低だ。そっちはどうだ？最高ではありませんが、悪くはないです。そりゃあ何よりだ。私、ずっと不思議だったんです。コアを奪われてなお、どうしてアレスは以前と同じように稼働できるのかって。アルさんがいたからなんですね。ゾッとしない話だがな。アルさんを見ていると、心は人間の体のどこにあるのかっていう永遠の命題の答えがわかる気がするんです。おお。きっと心は人の体に収まるものじゃないんです。 BB にパッケージされた人の意識とは別のものです。その人の生き方、考え方を映す他の人の心があって、関わる全ての人の中にも一人の人間の心は存在している。私はそんな風に思います。心は単体では存在し得ないってことか。アルさんの心はアルさんを英雄と呼ぶみんなの心の中にもあります。私の心も私を知ってくれる全ての人の心の中に存在しているはずです。だから最後まで私のことを忘れないでいてくれたラオさんの心も私の中で生き続けます。アルさんが戻ってくれなければ私気づけないままだったかもしれません。そんなことはない。リン、お前はずっと知っていたさ。誰かの心を自分のように感じることができる。十分だったんだよ。それでお前は最後にラオの希望になったんだ。誇っていい。次は誰を探せばいいんだ？ああ、一人隊員が NLA を出て帰ってこないんだ。そいつを連れてきてほしい。連れてくるということは居場所は分かっているのね。ああ。エリック、詳しく説明してくれ。わかりました。私はコレペディアンのエリックチームの隊長エリックです。恥ずかしながら連れてきてほしいのは私の隊の隊員テッドです。テッドは今回の脱出計画に納得がいかなくて、ここに残ると言い残して飛び出していってしまったんです。懸念されていたことね。地球を離れてすぐまたここもだからな。他にも葛藤している奴はたくさんいるだろうな。そうですね。私も正直言えば整理できていません。でも黙っていちゃダメですもん。テッドの気持ちもわかるんです。私たちはコレペディアンなので仕事柄動植物に接することが多いんです。なので自然と愛着が湧いてしまうんです。なるほど。
移民計画では動植物は含まれない。はい。難しい問題ね。まずは本人に会って話してみるしかないな。そうね。彼はきっと夜行の森の常夜樹海にいます。私たちの初任務の場所なんです。分かったわ。よろしくお願いします。あいつみたいだな。テッドかしら。エルマチームの皆さん、どうしてここに？エリックからの依頼であなたを探しに来たの。隊長から？すみません。こんなところまで私なんかのために。率直に言うわ。計画に変更はない。 NLA に戻る気はある？あなたは今職場放棄という服務規律違反をしている。私たちはあなたを連行することもできる。やっぱり納得がいかないんです。動植物を連れて行かないことにか？そうです。だがわかるだろう。現実的には難しいことくらい。はい。ですが、このミラを育んできたんです。私たちが来る前からずっと。私たちが来たせいで全てこの大地から消えるんです。だからせめて私だけでも一緒に。そうね。あなたの考えを優先することに変わりはない。私たちもそれを尊重する。けれどあなたをここに残し旅立つ人たちがいるということも忘れないで。まあお前もいろいろ考えてここに来たんだろうからな。すみません。どうにもならないこととは分かっているんです。遺伝子情報を持っていったらダメですもん。ミラの動植物の遺伝子情報ってことかい？そうですもん。ダメってことはないと思うけど。なるほど。タツは地球種反移民計画と同じ要領でミラの動植物の遺伝子情報を持っていこうというのね。さすがエルマさんですもん。その通りですもん。気持ちが通じてタツ嬉しいですもん。お前ノポンのくせにいいこと言うな。ノポンのくせには余計ですもん。時間が限られているから全死というわけにはいかないけれど、どうかしら。私たちも協力しますから。はい、賛成です。少しだったとしてもこのミラがあったという証を次の世界に残せるならやれるだけやりたいです。夜行の森は私が集めるので他の大陸をお願いできますか？分かったわ。原初の荒野の遺伝子情報採取場所の座標を送りました。よろしくお願いします。行きましょう。採取できました。これで原初の荒野はクリアだな。原初の荒野は終わったわ。ありがとうございます。次は忘却の警告をお願いします。分かったわ。
遺伝子情報いただきですも。次は白寿の大陸みたいね。よし、できたぜ。終わったわ。早いですね。さすがエルマチームの皆さん。次の黒金の大陸が最後です。分かったわ。採取が終わったら夜行の森に戻る。はい、私も終わったら戻ります。これで最後ですね。みんなご苦労様。夜行の森に戻りましょう。こんなにたくさんの遺伝子情報を集められたのはエルマチームの皆さんのおかげです。ありがとうございました。私 NLA に戻ります。本当ですか？はい、遺伝子情報を集めている時に聞こえてきたんです。ここを育んできた者たちの声が、つなぐことが育むことだって。違うわ。彼は誰よりもこの星を見て聞いてきた。声が聞こえても不思議じゃない。つなぐことが育むことか。確かにこの世界は消滅しても次の世界で生まれればつなげたいな。はい、必ずつなげてみせます。おっと、なんだこいつ。ここの遺伝子情報を集めた時に縄張りに入ってしまったのかもしれません。ここは任せて。あなたは NLA に。わかりました。こちらが有利ね。狩りの時間だ。決まったわ。今なら接近戦が有効よ。ぶっ壊してやったぜ。あとはわかるな。おっと、チャンスは逃さないぜ。止まって見えるぜ。外しはしない。ブーストかけるぜ。決めます。オーラアーツだ。お前は続け。崩されました。これでビールの天台。邪魔なものは切り崩す。消化力を味わいな。ビールの天台。これでこちらが有利ね。だからこいつをお見舞いしてやる。こいつを食らいな。テンションが上がりません。崩されました。ブーストかけるぜ。行くわよ。強化します。狩りの時間だ。ターゲットロック決まったわ。今なら接近戦が有効よ。ビールの天台。できるか。こちらが有利ね。弱体化させます。これで狩りの時間だ。確保してください。強化します。ブーストかけるぜ。大丈夫です。こちらが有利ね。強化します。外しはしない。大丈夫です。確保して消ください。化力を味わいな。うまくやれそうだ。ビールの天台。こちらが有利ね。ターゲットロック決まったわね。今なら接近戦が有効よ。ここからが本番だ。なんとかなったな。ええ。私たちも NLA に報告に戻りましょう。エリックからテッドが戻ってきたと連絡を受けた。遺伝子情報も無事だとよ。お前らに感謝してたぜ。テッドは？違反は違反だ。罰は受けてもらう。他の者への示しもつかんからな。
ま、当然だな。遺伝子情報はどうなったんですか？新白芸に積んだデータベースに登録した。許可してあげたのね。司令、ありがとうございます。おっちゃんやるです今回の任務はこれで完了だ。お疲れさん。ゆっくり休んでくれ。と言いたいところなんだが。どうしたの？朗報だ。さっき報告があってな。転移システムが完成した。本当か？ああ。他の奴らはすでに転移システムのところに行っている。私たちも行きましょう。ああ、行こう。いやはや素晴らしいシステムです。アレスの動力を新白芸にリンクさせること自体至難の業であったでしょうに、ユニット化することでアレスにこれまで通りの稼働を実現させるとは恐れ入りました。ボイドからコアを取り戻し、完全になったアレスでここに戻れば世界からの脱出が叶う。いかにも単純で俺向きな最終任務だな。短期間でこんだけのものを完成させるなんてすげえな。マノン人を中心とする目的を共にした同胞たちの英知のおかげだ。地球人だけではこうはいかなかった。僕たちの勝ち目もかなり見えてきたっすね。生き残りの闘争にですか？リン、気持ちは分かっちゃいるが。ごめんなさい。蒸し返すつもりはなかったんですけど。リンさんの戸惑いはごもっともです。本来ならば生きとし生けるもの争うことなく全てが手を取り合って新しい宇宙を目指すべきなのですから。けれど実際に相対した時、少なくとも彼にその思考はなかった。知らないのよ、その思考自体を。彼が求めるのはたった一人であっても生き残ることのみ。それだけよ。孤独なのですね。孤独しか知らないから、これから目指す新しい世界に他者を持ち込みたくない。だから否定している。その通りよ。待ってくれ。あいつは死が知りたいという理由で俺たちを襲ってきたんだ。本来的に邪悪だと感じた俺の認識は間違っていたのか？いいえ、それもまた彼の一面ではあるのよ。孤独で貪欲な探求者でもある。ある意味純粋だけれど、それが私たちへの危害を伴うものであれば邪悪と言えるかもしれない。何にせよ理解しがたい意志であることに変わりはない。奴は理解など望んじゃいない。孤独で他人がいらないんだろう。理解はむしろ侮辱だと考えるだろう。まあでもそれに対して怒るような感情も持っちゃいないだろうがな。彼のことよくわかってるのね。やめてくれ、ゾッとする。いつの間にか意識が混ざってしまったのかもな。あっち側の狭間の世界にいる時に。混ざる？興味深い認識ですね。全ての意識が流れ込んでくるって場所だ。俺とボイドはそこから戻ったんだ。何らかのバグが発生しても不思議じゃない。意識が共有されているっていうのか？さあな。だが俺とあいつで決定的に違うことがある。俺はお前たちと一緒にいるこの場所を守るために戦っている。
それはボイドには絶対に持ち得ない強烈な感情ゆえだ。愛していると言ってもいい。まさに英雄の言葉ですね。古事に言う口八丁手八丁。せっかく決まったと思ったのによ。期待してるぜ。運命を左右するのは結局は人の意志ってやつだ。生身だろうが BB だろうが関係ない。俺たちは感情ある存在として生きるために戦う。だろ？これで新白芸は完成。それに希望者の NLA への移動も完了。いよいよ計画は最終段階だ。住人を船に乗せボイドからコアを奪い返し転移する。そうだ。皆疲れているだろうが、あと少しだ。あと少しだけ力を貸してくれ。消失現象がここに到達するまでまだ時間はある。気は休まらんだろうがゆっくりしてくれ。以上、解散。どうした？周囲の消失現象よりゴーストの出現を確認。こちらに向かってきています。ついに来たか。新白芸エンジン始動。分かったよ。緊急避難のサイレンを鳴らせ。合わせて全隊員にゴーストの迎撃と住人の避難誘導を指示。了解。緊急警報。エルマさん、行くわよ。準備はいい？
住人の避難は他の隊員がやってくれる。私たちは NLA 内のゴーストを排除していくわよ。ええ、全員を連れて行きましょう。ここからが本番だ。フィールド展開。これでこちらが有利ね。ブーストかけるぜ。渡ってください。このままじゃダメだ。お前もつけ。捉えた。させてくれ。対象を弱体化させる。待ってみる。壊れた。格好で攻めよう。邪魔なものは切り崩す。ライト射撃お願いします。しない。弱体化させます。覚悟してください。ブーストかけるぜ。動かないで。大呼吸だ。消化力を味わいな。フィールド展開。チャンスだな。こちらが有利な。強化します。対象を弱体化させる。続いていいダメージが入った。うまくやれそうだ。接近戦でリズムを維持して。うまくやれそうだ。渡ってください。捉えた。続いてください。破壊したわ。分かってる。格闘アーツ掴みかけて。フィールド展開。まだこちらが有利ね。ブーストかけるぜ。ターゲットノック。これで対角ない。決まったわね。今の接近戦が有効よ。出力最大。なんだれー。ください。ここで続けて格闘アーツを。これで大丈夫ですか。続いてください。こちらが有利ね。いいダメージの時間だ。接近戦でリズムを維持して。止まってみる。こうしてやったぜ。あとは分かるな。こちらが有利ね。こいつを使いな。これで私はしない。強化します。消化力を味わいな。覚悟してください。慎重に行こう。サポート頼めるか。行くわよ。これでどうだ。フィールド展開。こちらが有利ね。フィールド展開。こちらが有利ね。ブーストかけるぜ。いい展開した。格闘アーツで畳みかけて。分かってる。いい子だ。強化します。このまま押し切れ。大丈夫です。ターゲットノック。おっと。弱体化せない。ぶっ壊してやったぜ。あとは分かるな。相手をしてやる。弱体化させて慎重に行きましょう。渡ってください。うまくやれそうだ。穴から食らいます。フィールド展開。大丈夫です。うまくやれそうだ。有利ね。攻撃がフィールド展開。終わらせよう。こちらが有利ね。急げ。捉えたぜ。出力最大。壊してやったぜ。あとは分かるな。ブーストかけるぜ。分かってる。手加減はなしだ。対象を弱体化させる。ブーストかけるぜ。このまま格闘で攻めよう。私がバシッと決めています。オーバークロック決めよう。オーバークロック発動。私がバシッと決めちゃいます。決まったわね。消化力今のを味わいな。接近戦が有効よ。分かってる。手加減はなしだ。わかりました。了解。強化します。私で大丈夫です。うまくやれそうだ。ぶっ壊してやったぜ。あとは分かる。やれそうだ。有利ね。待ってみる。大丈夫です。ここよ。出ます。ここからが格闘アーツを。まだものは切り崩す。フィールド展開。こちらが有利ね。多少を弱体化させる。続いて。どうだ。弱体化させます。私はしない。続いてください。これで強化します。狩りの時間だ。大丈夫です。フィールド展開。
ください。うまくやれそうだ。超火力を味わいな。決まったわね。今なら接近戦が有効よ。フィールド展開。これでこちらが有利ね。フィールド展開。こちらが有利ね。わかりました。どうだ。を弱体化させる。続いて。待って見えるぞ。歌舞伎には波状攻撃だ。打ち続けろ。超火力を味わいな。やれそうだ。続いてください。うまくやれそうだ。強化しますよ。最初格闘アーツをブーストかけるぜ。これで大丈夫ですか。手加減はなしだ。ブーストかけるぜ。行くわよ。切れるか。狩りの時間だ。弱体化させる。続いて。オーバークロックギアだ。ついてこれるか。そうだ。ぶっ壊してやったぜ。私役に立ってましたか。あ、見つかっちゃいました。手を打つ。フィールド展開。高圧で追撃だ。これでこちらが有利ね。ここからが本番だ。これでこちらが有利ね。そこ。大丈夫ですか。ターゲットロック。逃がさない。対象を弱体化させる。待って見える続いて。強化します。ブーストかけるぜ。フィールド展開。大丈夫です。オーダー了解。うまくやれそうだ。フィールド展開。ブースト食らいな。強化します。うまくやれそうだ。大丈夫ですか。狙い外しは狩りの時間だ。2位を破壊したわ。格闘アーツで畳みかけて。オーダークロック発動。ターゲットロック。逃がさない。強化します。超火力を味わいな。強化します。フィールド展開。これで大丈夫ですか。切れるか。こちらが有利ね。無駄よ。弱体化させます。続いてください。フィールド展開。これでこちらが有利ね。待って見えるぞ。対象を弱体化させる。そうですか。私強くなったと思いません。ああ、見違えたよ。たくましくなったもんだな。おっと、使っちまったようだ。大丈夫です。こちらが有利ね。狙い撃ち。強化します。これで大丈夫です。ブーストかけるぜ。展開。覚悟してください。こちらが有利ね。対象を弱体化させる。超火力を味わいな。見て。わかりました。待って見えるぞ。もう切り崩す。狩りの時間だ。どうだ。よし壊れた。ブーストかけるぜ。攻めよう。強化します。これで大丈夫です。狩りの時間だ。これでフィールド展開。こちらが有利ね。そうだな。これでいいか。します。フィールド展開。ああ。こちらが有利ね。ターゲットロック。逃がさない。決まったわ。今なら接近戦が有効よ。弱体化させます。ブーストかけるぜ。やってください。対象を弱体化オーバさせる。ークロックギアだ。続いて。ついてこれるか。わかりました。フィールド展開。ブーストかけるぜ。新手が来る。警戒を。すみません。テンションが上がりません。狩りの時間だ。フィールド展開。どうだ。こちらが有利ね。無駄よ。超火力を味わいな。弱体化します。やれそうだ。続いてください。狙い外しはしない。そうだ。強化します。これで大丈夫です。対象を弱体化させる。狩りの時間だ。狙いたい。こちらが有利ね。ブーストかけるぜ。フィールド展開。こちらが有利ね。ターゲットロック。逃がさない。邪魔なものは切り崩す。
せよ。いけそうな気がします。対象を弱体化させる。続いて大丈夫です。任せてください。うまくやれそうだ。私がビルドキックを見せます。わかりました。全部お願いします。動かないで。体物は切り崩す。切らさない。お願いします。対象を弱体化させる。続いて大丈夫です。私はしない。こで片付けよう。うまくやれそうだ。強化します。おっとチャンスは逃さないぜ。フィールド展開。こちらが有利ね。フィールド展開。こちらが有利ね。パーフェクトノック。逃がさない。火力を味わいな。今なら接近戦が有効に。全住人の避難完了。よし、急速発進。消失現象に巻き込まれるな。了解。NLA が全乗員にする。本艦はこれより2時間後に敵の拠点に向けて発進する。白衣出撃準備。最後の任務よ。行きましょう。いよいよだな。ボイドの野郎にどっちが敗者か分からせてやる。総帥と同じ目に合わせてやるですもん。孤児に言う肉を切らせて骨を断つですね。いや、もっといい言葉あるでしょう。最初の一発は俺だぜ。んじゃ最後は私だな。ラオさん、必ず生き残ります。
作戦の概要だが至って単純だ。本艦護衛のため周囲に守備部隊を配備。本艦は直進敵拠点に突入する。突入後突撃部隊が出撃。一直線にボイドを目指しこれを殲滅。アレスにコアを戻し本艦へと帰還。転移を行いこのミラから脱出する。本艦は突入後前線基地として敵拠点にとどまり全部隊のサポートを行う。護衛は引き続き守備部隊が務める。以上が概要だ。突入とは大胆っすね。まあここにいても消失現象に巻き込まれるだけだからな。それにコアを取り戻した後、引き返す距離も短くなる。まさに一挙両得。ああ、危険も多いがいい作戦だ。実現できたのはモーリス行政長官のおかげだ。この作戦は民間人も危険にさらすことになる。だが事前に長官が各種族の代表と話し合い賛成を取り付けてくれたんだ。タツの母ちゃんもモーリス行政長官の言葉に心動かされたって言っていたですもん。モーリス行政長官、ありがとうございます。私の仕事をしたまでだ。ほっぺが赤いですもん。最後に本作戦の総指揮官だがバンダムに務めてもらう。あとを頼む。作戦は今聞いた通りだ。早速だがもう分かっていると思うが、俺の前にいるお前らが突入部隊の隊員だ。今までの功績含めて総合的に判断をした。辞退したい者は今この部屋を出て行って構わん。よし、この隊の隊長はエルマン、お前だ。文句は言わせん。分かったわ。次に守備部隊隊長だがダース軍のガボー部隊長に務めてもらう。最後に本艦での部隊のサポートだ。マノン代表が快く引き受けてくれてな。共同で行うことになる。バッチリ任せてよ。以上だ。まだ出撃まで時間がある。ゆっくりとはいかないが各自休息を取ってくれ。解散。了解。悪いな、お姫様。本来なら俺の役目なのかもしれないが、だがここまでブレイドを引っ張ってきたのはやっぱり君だ。君の声の方がきっとみんなに届く。私は地球で生を受けた生命種ではない。故郷の星を失い地球に流れ着いたいわば難民よ。しかしみんなの母なる星は慈悲深く
大きな心で私を受け入れてくれた。その心は地球に生きた全ての人の中にもまた育まれている。私はその愛によって救われた。私たちは地球を失った。そして今また新たな故郷としたこのミラを失おうとしている。正直を言うと、私は一度悲観したわ。このままいつまでも新天地を求めて流浪し続ける運命なのかと。でも今、私は悲観などしていない。新たな地に赴くたびに、心は、その魂と呼ばれるものは進化したと実感するから。そう、魂。BB であってもみんなの中に確実に息づいているそれよ。存在しようとする力への意志そのもの。どれほど過酷な環境に放り込まれようとも、みんなはその意志によって力を発展させ、精神を磨き、魂を進化させてきた。ならば新天地を求めた旅は決して逃亡などではなかった。全て進化のための船出だったのよ。私たちはこのミラから脱出する。そのための戦いは楽なものではない。けどもう一度言うわ。忘れないで。これは逃亡のための戦いではない。生き残り、魂を進化させるための戦い。未来を作るのは運命ではない。常に存在しようとする私たちの意志よ。お前ら全員愛してるぜ。さあ行こうか。全軍進軍開始。周囲にグロース軍確認できません。不気味だな。ああ、一体何を考えていやがる。これはどういうことだ。虚無に飲まれたのか。前方明かりが見えます。誘ってやがるのか。一体何があった。船底が何かにぶつかったようです。損傷は特にないみたいだよ。周囲の状況は。電波が阻害を受けているのか
周囲の状況分かりません。このまま進むのは危険だな。ああ、前方の光のところに着く前に船体がバラバラになっちまうかもしれねえ。本艦はここで待機。守備部隊は船の周辺警戒。了解。承知した。エルマ、出撃だ。了解。各員に告げる。私たちはこのまま先の光がついている場所を目指す。正面だけでなく周囲からの攻撃もあり得る。警戒を怠らないで。了解。逃走はそろそろ終わりか。待ってはいたけれど、私には無意味な時間だった。それは悪かったな。じゃあ早いとこ決着をつけようか。結局この逃走も無意味だった。君たちと争い合えば死というものを知ることができると思った。だが無駄だった。今の私はもう君たちの敵ですらないのかもしれない。逃走自体が無意味なのだから。今さら何を言ってやがる。私はあなたの思惑によって母性を滅ぼされた。感情の上では恨みもある。しかし今は自らの存在をかけて戦うと決めた。あなたが私たちの存在を脅かし、生きようとする意志を邪魔するのであれば、私はあなたを敵として死力を尽くして逃走する覚悟がある。なるほど、それが君の定義なの。理解はしないが記憶はしておこう。どうして理解しようとしないの？あなたほどの知性があればそれができるはずなのに。できるできないの問題ではない。しないだけだ。私の行動は必然によって自動的に行われると言った。理解に必然はない。だが知ることにそれはある。私はサマールの最高の知性。知らないことは許されない。サマールだと？死とは何か。それはただ敗北の対価でしかないものなのか。存在の終わりを表すものなのか。ならば君たちの定義する存在とは何か。君たちは知らない。何も知らない。すべての意識が蓄積された全宇宙の中心にある深淵。君たち
人を模した体の中に意識を封じ込める技術さえ疑似的にその構造を再現しただけのものであることを知らない。意識が蓄積された深淵。やっぱりセントラルライフとは別に私たちの意識の源があるということ。 BB の技術はそれを疑似的に再現しただけ。セントラルライフはつまり中継点でしかなかった。何事にも偶然はある。偶然にも君たちはこの宇宙の深淵と断片的とはいえつながることができた。それを称賛しよう。だからこそ君たちは滑稽なんだ。故に興味が尽きない。その貧弱な知性の中で君たちはどう理解しているのか。もう一度、死とは何だ。死は終わりなんかじゃない。そうです。生命活動の停止に過ぎません。存在は残るのです。存在とは生きること、生きていたことの証よ。それが君たちの定義か。ただの定義なんかじゃないわ。それがどれだけ大事なものか私たちは理解している。大した自信だ。しかし理解し受け入れたことが君たちの限界だ。知性の敗北だ。そこには対価としての死だけが。だから私は決して理解しない。哀れだな。俺には逃げているだけに見えるぜ。そうだ。私は常に逃げている。未来へを逃げ続ける。受け入れるより逃避はずっと能動的だ。私は逃げ続けること。唯一私の存在を勝利させる。逃げ続ける存在に何の意味がある。そうね。死が敗北の対価だというのならあなたはすでに死んでいる無意味な存在よ。私の存在が無意味だ。そうだ。宇宙の仕組みがどうとかは関係ない。そんなものとは別にある真実だ。お前が永遠に知ろうとしないものだ。私に知ることのできないものがない。語るに落ちたな。それこそがお前の無知の証明だ。知らないことを知らない。それを受け入れることができないお前は自分自身で敗北を認めたんだよ。不愉快だ。私は君たちに死を与え勝利し、そしてこの世界を超越する。私の言う知性の糧となるね。まだものは切り崩す。ターゲットロック。逃がさな。決まったわね。今なら接近戦が有効よ。対象を弱体化させる。そこ。怒りの時間だ。ブーストかけるぜ。フィールド展開。こちらが有利ね。ブーストかけるぜ。外しはしない。強化します。それで大丈夫です。よし壊れた。超火力を味わいな。攻めよう。私がこちらが有利ね。対象を弱体化させる。続いていいダメージが入った。近戦でリズムを維持して。弱体化させます。続いてください。今なら接近戦が有効よ。これで大丈夫ですか。分かってる。強化します。これで大丈夫です。ブーストかけるぜ。フィールド展開。
足を取られた。フィールド展開。続いてください。こちらが有利ね。狩りの時間だ。続けようかな。アーツを。大丈夫ですか？ブーストかけるぜ。今なら接近戦が有効よ。ここからが本番だ。止まってみえるぞ。うまくやれそうだ。フィールド展開。続いてください。うまくやれそうだ。フィールド展開。確保してください。こちらが有利ね。目覚めろ。パーフェクト。逃がさない。対象を弱体化させる。します。続いて。崩された。足を取られた。その身を切り援護射撃お願いします。君たちを行くわよ。ぶち込んでやるぜ。切れるか。今なら接近戦が有効よ。ブーストかけるぜ。やれそうだ。大丈夫ですか？フィールド展開。ブーストかけるぜ。こちらが有利ね。大丈夫ですか？止まってみえるぜ。弱体化させます。出力対象を弱体化させる。火力を味わいな。その身を外しはしない。大丈夫ですか？こいつを食らいな。崩されました。うまくやれそうだ。フィールド展開。うまくやれそうだ。でこちらが有利ね。リンゴだ。このまま押し切れ。リンゴを確保してください。フィールド展開。このまま格闘で攻めよう。こちらが有利ね。強化します。これで大丈夫ですか？他のものは切り崩す。ブーストかけるぜ。大丈夫ですか？ブーストかけるぜ。対象を弱体化させる。このままじゃダメだ。先に強化させてくれ。了解よ。続けて格闘アーツを。フィールド展開。動かないで。でこちらが有利ね。援護射撃お願いします。いいダメージ。打ち込んでやるぜ。接近戦でリズムを維持して。捕らえた。この器はもはや冬。勝ったのは俺たちだったな。コアを返してもらうぜ。私は敗北などしない。私の知性は君たちの存在を駆逐する。負け惜しみだな。なんだ。ある。くそ、動け。知っている。アレスが登場者を同化していること。私は超越する。お前と、そして新たなよりしろと共に。あれが新たなよりしろ。コアが起動した。みんな気をつけて。闘争は終わった。
状況は？電波妨害の原因を特定できず、未だに周囲確認すらできません。突入部隊からの通信はどうだ？まだ通信ありません。通信ができていないだけかもしれん。こちらからの呼びかけを怠るな。了解。信じて待つしかないな。なんだ？いや、あんたにしちゃ頼もしい言葉だと思ってな。気がついたのね。見たところ怪我はないようだけど、大丈夫？よかった。お互い無事だったのが不幸中の幸いね。とはいえ、状況はあまり芳しくないわ。見て。どうやら私たちはボイドによってここまで飛ばされたようね。あの時あなたも見たでしょうけど、アルはアレスと一緒にボイドに取り込まれてしまった。仲間ともはぐれ、ドールはいずこかへと墜落。まさに八方塞がりといったところね。そうね、あなたの言う通りだわ。ボイドといえど、全てのコアを起動するには相応の時間が必要のはず。まずは周囲を捜索して部隊と合流しましょう。救難用のビーコンから位置情報をたどればきっと見つけられるわ。私たちのドールもおそらくどこかに不時着しているはずよ。捜索の移動手段としてできるだけ早く回収したいところね。いずれにせよ焦らず一つずつ対処していきましょう。お二人とも無事だったんですね。よかった。やっと見つけましたもん。あちこち探しましたもん。その様子だと二人も大事ないよね。エルマさん、もう一度ボイドのいる場所に向かうんですよね。その前にちょっといいですか？あれを見てください。塔ですかね。何かの遺跡のようにも見えますけど。こんな場所に巨大な人工の構造物、何らかの意味があってあそこにあるのだとすれば、あるいはボイドに関係している可能性も。はい、私も同じことを考えていました。タツも気になりますもん。ちょっと寄り道して調べてみますもん。そうね、今は少しでも情報が欲しい。念のため調査しておきましょう。はい。これはエルマさん、何か分かったんですか？どうやら古代サマールにまつわる情報を記録したデータベースのようね。古代サマール。もも、
なんだか大発見の匂いがプンプンですもん。少し待って。何か有益な情報がつかめるかもしれない。断片的ではあるけど、とりあえず分かったことだけ伝えるわ。この一帯はもともと狭間の世界にあって、ボイドを封じる役割を持っていたようね。そして今私たちがいる構造物は古代サマールによって作られた封印機構。いわばボイドの力を抑制するための巨大な装置のようなものらしいわ。この塔、やっぱりボイドに関係していたんですね。今は停止状態にあるけど、幸い動力はまだ生きている。それじゃあ、ええ、再起動すればボイドの弱体化が望めるかもしれない。実際何が起きるかは未知数だけど、試してみる価値はある。起動するわ。何が起きてもいいように備えて。なんか揺れてますもん。ヘルマさん、退避するわ。急いで。もうすごいですもん。バビューンと飛んでったですもん。塔のように見えましたけど、実際は飛行兵器の一種だったんですね。あるいは槍と呼ぶべきかしらね。あれがボイドにどれだけの効力があるのか定かではないけれど、念のため他の槍も調べに行きましょう。よう、待ってたぜ。本当はこっちから探そうとも思ったんだがな。あいにく俺の道路が行かれちまってな。ひとまずここに避難してたってわけさ。お前さんならきっと俺を見つけるって信じてな。相変わらず期待を裏切らねえな。よし、待つのは終わりだ。一点攻勢。ここからは俺たちのターンだ。ボイドのやつに目に物見せてやろうぜ。このデータは古代サマール人が残した手記のようなものかしら。読み上げるわね。この宇宙に時間と空間が誕生して以来、最も優れた知性を持つ者。かの者はサマールの同胞でありながら、取り返しのつかない災厄をもたらした。かの者に罰を与えなくてはならない。しかし死による断罪は我らの掟に反する。永遠の幽閉による知性の摩耗、魂の極こそがかの者にはふさわしい。これはやはりボイドのことを言っているのかしら。
いずれにしてもこの場所がボイドにとっての監獄であることは間違いなさそうね。クソよ。お、やっと見つけたよ。お互い5体満足で何よりだね。まったく私らを分断させるなんて恥な真似しやがって。この借りは1000倍にして返さないと私の気が済まないね。ほらさっさと行くよ。あの亡霊もどきをぶっ飛ばしにさ。今度こそ決着をつけるんだ、私たちの手で。こんなところに不時着してたんですね。見つかってよかった。これで調査範囲を広げて行動できるわ。周辺をくまなく捜索して一刻も早くみんなと合流しましょう。おお、お主も無事であったか。新白芸の明かりが見えてはいるのだが、ドールがなければ行くこともかなわん。それゆえどうしたものかと途方に暮れていたところだ。それにしてもお主のその目、まだ戦いを諦めていないように見える。さすが俺の見込んだものよ。逆境に立ち向かう意志、確かに受け取った。その心意気がある限り、このボゼローズ、宇宙の果てまでも付き合おうぞ。お主の矛となり、いかな敵をも蹴散らしてみせよう。ああ、お前か。無事で何よりだ。せめてドールがあれば動けたんだが、この状況じゃ俺にできることはほとんどなくてな。不気味な場所だが、お前は奴の元へ戻るんだろう。ああ、もちろん俺も行こう。あいつも俺の帰りを待ってる。生きて戻るためなら何だってするさ。先輩、わざわざ私を探しに来てくれたんですね。感心感心。こっちはドールは壊れちゃうし、グロースに襲われるし、もう散々でしたよ。ほら先輩、早く行きましょう。こんな不思議空間、冒険者として探索しなくちゃ損ですよ。え、それどころじゃない？もう先輩細かすぎ。どうせ大ボスのところまで戻るんだし、どっちでも同じじゃないですか。さあ先輩、そうと決まればレッツゴーです。遅れないでくださいね。無事だったか。俺か。ああ、見ての通り俺は問題ない。一人で歩き回るのは得策ではないと考え、周囲を見るにとどめておいたのだ。だが君が来てくれたのなら、これ以上待つ必要はない。アルとアレスを取り戻し、この戦いを終わらせよう。
奪われるばかりではない。生き残るのは我々だ。よかった。照明弾に気づいてくれたんですね。私一人じゃどうしてもここから出られなくて、本当に助かりました。あなたには助けられてばかりですが、今度は私があなたの力になります。私たちでこの戦いを終わらせて、みんなで無事に帰りましょう。あなたもご無事だったのですね。私どうしたらいいかわからなくて、ここであなたに会えて本当に良かったです。こんな話をしてる場合じゃないですよね。さあ行きましょう。私たちの未来のために私も精一杯頑張りますから。よう相棒、元気そうだな。ってこんなとこで言うことじゃねえか。俺は大丈夫だ。ピンピンしてるぜ。相棒、向こうに戻るんだろ。目を見てりゃわかる。俺たちならやれる。あんなのに負けやしねえさ。さあ行こうぜ。今度こそぶったたいてやる。あ、君も無事だったんだね。え？私？うん、平気平気。照明弾があったからそれを開けて救助を待ってたの。大事な道路がどっか行っちゃって、それで少し困ってたくらい。こんなことなら自動帰還モードでも積んでおくべきだったかな。ってこんな話してる場合じゃないよ。帰れなくちゃ意味ないしね。ちゃんと勝ってみんなで戻ろうね。あ、でも戦闘データくらいは取っておいてもいいよね。ここでキコーラに会えたのは良好であった。俺は奴に近づく術はないかと周囲を見て回っていたのだ。ボイドはグロースを滑る存在。我らラースの誇りを踏みにじった仇敵だ。何案ずるな。一人で切りかかる具など犯さん。今は頼もしき仲間、キコーラがいることだからな。さあ共に奴を倒し本会を遂げようぜ。ああ、よかった。あなたも無事だったんですね。僕は気づいたらここにいてどうしようかと迷っていたんですが、昔兄さんに教わった対処法を思い出し、照明弾を上げて待つことにしたんです。ってすみません。僕ばっかり喋ってしまって、まだ全部終わったわけじゃないのにちょっと安心しちゃって。でも任せてください。僕もまだまだ戦えます。全力であなたをサポートしますから。あら、奇遇ね。こんなところでどうしたの？冗談よ。あなたなら来てくれると思っていたわ。さあ行きましょう。お金にならない仕事なんてさっさと終わらせるに限るわ。ストレス溜まってるの。せいぜい暴れさせてもらうわね。あなたもちゃんとついてこなくちゃダメよ。やれやれ、とんだアクシデントに見舞われましたね。戦力を分断させるとは
化け物のくせに知恵の回ることだ。ああ、僕でしたら問題ありませんよ。君が来るまで敵情を視察していました。大まかな分析も済んでいます。この僕が合流したからには万事の解決は目前ですよ。この決戦で軍功を挙げれば次期司令の座に着実に近づく。さあ、もたもたしてないで行きますよ。敵は待ってくれませんからね。こんなことなら酒の一本でも持ってくりゃよかったな。ロケーションは最悪だが今なら安酒でも酔えそう。ってお前さん生きてたか？だろうと思ったぜ。ずいぶんな目にあったがお前さんまだ折れちゃいねえな。仕方ねえ、付き合うぜ。無理をするのも仕事のうちってな。帰ったら飲みに行こうぜ。活躍できなかった方のおごりでな。はあ、よかった。やっと仲間に会えた。気づいたら敵の本拠地に僕一人だけってほんと焦りましたよ。まあでもそっちも無事でよかったです。まだまだここからっすよね、僕たち。早くボイドのところに戻ってアルさんを助けましょう。それでボイドを倒してみんなで無事に帰還するんです。僕たちならきっとできますよ。もうひと踏ん張り頑張りましょう。おや、皆さんもご無事でしたか。お元気そうで何よりです。え、私ですか？私は運よくこの近くに飛ばされましてどうにか自力で戻ってこられました。こんな時こそ故事に言う泰然自若。慌てず冷静に行動すれば火もまた涼しです。さあさあ、再会を祝うのは後にしてここが勝負の分かれ目です。敵の本拠地へいざ鎌倉と参りましょう。ところで鎌倉って何でしょうかね。これは宇宙史がひっくり返るレベルの発見だね。まさかこんなところで正真正銘古代サマールの遺構を見られるなんて。それにこの不可思議な空間、狭間の世界とやらの一部なのかな。もう知りたいことだらけだよ。とにかくできる限り調べなくちゃ。さあ行こう。こんな機会は二度とないからね。また古代サマール人の記録のようね。6のくさびはかの者の全地を奪い去る。不滅なるサマールであろうとこのくさびから逃れることはできない。かの者の意識は永遠に消滅し、その存在は狭間の中で終焉に至るだろう。なるほどね。古代サマール人はこの監獄によってボイドを永遠に閉じ込めるはずだった。でもそうはならなかった。何らかのイレギュラーが発生した。今考えても仕方ないわね。少なくともこの装置がボイドに効果があることは確かのようね。古代サマールが残した英知、私たちで有効に使わせてもらいましょう。
適正行動による脅威を検知。防衛のため自閉モード実行中。これは何らかのエラーが出ているようね。故障でしょうか？周囲を調べてみましょう。エラーの原因を特定できるかもしれない。わかりました。手加減って苦手なんだよな。戦闘開始。うまくやれそうだ。了解で流れを援護する。うまくやれそうだ。フィールド展開。これで大丈夫です。こちらが有利ね。邪魔なものは切り崩す。やってやる。分かってやるよ。切れるか。目をつぶれ。いいダメージが入った。これで手堅くいくよ。接近戦でリズムを維持して。うまくやれそうだ。ルイを破壊したわ。格闘アーツで畳みかけて。うまくやれそうだ。オーバークロック。フィールド展開。これでドカーンだ。邪魔なものは切り崩す。やってやるよ。強化します。よし、これで大丈夫。これで手堅くいくよ。片付けよう。弱体化させます。強化します。これで大丈夫です。一撃決める。テオランチャー。行くわよ。あったれ決まったわね。今なら接近戦が有効よ。お見舞いしてやる。そこ。うまくやれそうだ。もう一発お願いします。フィールド展開。やってやうまくる。やれそうだ。こちらが有利ね。決めます。よし、いいダメージが入ったわ。くいくよ。接近戦でリズムを維持して。続いてください。強化します。この狙いこれで大丈夫です。外しはしない。強化します。これで大丈夫です。決まった。弱体アーツだ。これでそうね。これで優位に立てるはず。うまくやれそうだ。支援を頼む。切れるか。フィールド展開。これでドカーンだ。こちらが有利ね。フィールド展開。覚悟してくこちらださい。が有利ね。おっと、チャンスはの。今度のデータもこの装置に関する情報のようだけれど。ダメね。データの大半が破損していて、どれも意味をなしていないわ。外れを引いちゃったですもん。せっかく見つけたのにがっかりですもん。唯一かろうじて読み取れるのは、殻より解き放たれしくさび。魂を軽するくびきとならん。どういう意味なんでしょう。これまでの情報からくさびはおそらくこの装置のことでしょうね。そのくさびが解き放たれるとくびきとなる。単純に読み解けばそういう意味に取れるけど。も立つにはさっぱりですもん。難しいことはリンさんにお任せしますもん。私にだってわからないよ。考えるのは後にしましょう。
この言葉が何を意味するのか、いずれわかる時が来るかもしれない。小細工を。モモ、これじゃ近づけませんもん。リン、解除できそう？試してみます。この障壁、何重にもプロテクトがかかっていて、強制解除するには時間がかかりそうです。それより障壁の解除キーそのものを探した方が早いかもしれません。状況から考えれば、さっきのガルドラたちが解除キーを持っていると見るべきね。バラバラに逃げたのも解除キーが私たちの手に渡るのを阻止するためでしょうか。その可能性が高いわね。持ち逃げは許さんですもん。すぐに追いかけますもん。見つけたら倒して解除キーを奪っちゃおう。さすがリンさんですもん。あくどいですもん。立つ！私を止めようなどと。ヘルマさん、コアに充填された転移エネルギーがわずかですが減退しています。おそらくコアと同化したボイドの力そのものが弱体化しているんだと思います。なるほど。これが槍の効果というわけね。確実を期すためにも残りの槍を起動させましょう。やったですもん。槍を全部打ち上げましたもん。これでボイドとの戦いで優位に立てますね。ええ、
今度は遅れを取ったりしない。ボイドを倒しアレスのコアを取り戻す。準備が整い次第反撃開始といきましょう。来たか。この闘争にもはや意味はない。なのに君たちはどこまでも抗おうとする。私をどこまでも不快にする。アルを返してもらうわ、ボイド。間もなく私は闘争を果たし勝利する。君たちに残された時はすでにわずかだ。抵抗はことごとく無意味だと知るがいい。見て、コアが少しずつ起動状態になっている。コアがボイドの力の根源だとすれば、全てのコアが起動した時、その力でこの宇宙から逃亡する気よ。そうなる前にアレスを、アルを救出する。この状況を打開するにはそれしかないわ。エルマさん、私たちが起動した槍ですが、あの内部から高エネルギー反応が検出されました。それも尋常じゃない数値です。もし外部から衝撃を与えたら莫大なエネルギーが解放されてボイドにダメージを与えられる。はい、そうでなくてもボイドの力の抑制にはつながるはずです。分かったわ。あなたも聞いたわね。あの槍を破壊すれば戦いを有利に運べる。心に留めておいて。行きましょう。弱体化させて慎重に行きましょう。フィールドと当たってください。理解を弱体化させる。続いてフィールド展開。入れさせずに行く。こちらが有利。油断をせず強化させたものを切り崩す。油断をせずいいダメージ強化させてもらおう。接近戦でリズムを維持した。フィールド展開。なんてプレッシャーなの。かけないでください。敵の技なら外さない。こちらが有利ね。対象を弱体化させる。続いてなんてプレッシャーなの。任せてもらおう。フィールド展開。こちらが有利ね。逃がさない。フィールド展開。こちらが有利ね。逃がさない。いいダメージを受けます。接近戦でリズムを維持して。強化させてもらおう。かけないでください。すまない。回復を頼む。今助けるゆえ。フィールド展開。こちらが有利ね。対象を弱体化させる。抜いた。すみません、テンションが上がりません。テンション上げていくわよ。私の力を君たちに続いてください。フィールド展開。これでこちらが有利ね。わかりました。強化します。大丈夫ですか。私に発動してください。フィールド展開。こちらが有利ね。これで脅威対象を一切排除。接近戦に移行して。油断をせず強化させてもらおう。わかりました。そこ。うまくやれそうだ。弱体化させます。
窮地とは呼ばん。対象を弱体化させる。浮いて強化します。大丈夫ですか。天空に敵の技ならこれで外さぬ。フィールド展開。強化させてもらおう。こちらが有利です。フィールド展開。こちらが有利ね。倒れる時ではない。回復すれば。わかりました。行くわよ。窮地とは呼ばん。切り伏せろ。強化させてもらおう。いいダメージが入った。接近戦でリズムを維持して。強化させてもらおう。私に触れさせろ。そう行きましょう。これで優位に立てるか。強化します。大丈夫です。ファストアーツを強化します。分かってる。これで大丈夫です。じゃあなりました。援護射撃お願いします。強化させてもらおう。やれそうだ。こちらが有利ね。弱体化させる。油断をする。強化させてもらおう。フィールド展開。すまない。こちらが有利ね。回復を頼む。すみません、先に回復させてください。強化します。これで大丈夫です。入れさせずに行く。健康一滴の技は油断をする。フィールド展開。こちらが有利ね。対象を弱体化させる。フィールド展開。これでこちらが有利になりました。なんてプレッシャーなの。大丈夫です。チャンスだ。これで助けよう。無駄よ。強化します。これで大丈夫ですか。対象を弱体化させる。浮いて。そんなにかけないでください。確保してください。回復を頼む。フィールドわかりました。はっ。フィールド展開。こちらが有利ね。使えるわけではない。回復アーツお願い。今助けるよ。弱体化させる。浮いて。油断をする。強化させてもらおう。せや。これにこちらが有利。コアの力。アレス。ある。私は決して理解しない。受け入れないことが限界というならば、何度でもお前を飲み込もう。私の元となるまでな。やってみろよ。意味もなく存在するだけのお前に生きようとする俺の感情まで飲み込めるか。思いだよ。生きようとする強い意志、衝動、すなわち愛だ。お前に愛する覚悟はあるか。結婚式の誓いとはわけが違うぞ。この世のものすべて、世界を丸ごと愛するだけの愛だ。その覚悟が決まるまではアレスを譲ることはできんな。決して理解ではない。受容でもない。同化による駆逐、知性の淘汰だ。大丈夫だ。
俺がついている。やれるな。アレスが人の意識を受容している。ウィータと同じです。ウィータはボイド一人の受け皿だったけれど、アレスは全ての人々の受け皿になっているんです。これは深淵から流れ出てくるもの。旅立つ私を見守ってくれた遠い故郷の仲間たち。ああ、分かってるよ。レオン。ああ、任せとけ。リン、お前のおかげで俺の人生にも甲斐があった。礼を言いたくてな。ラオさん。俺も力貸すぜ。よう英雄さん。あっちじゃ威勢のいいこと言ってたがどうした？守りたいものを俺はまだ守りきっちゃいない。やりきれない思いを残して自分だけおさらばなんてごめんなんだよ。うるせえ。そんなこと言うために化けて出てきたのかよ。最悪だ。そっちはどうだ？よし、行こうか。何度でも飲み込んでやろう。何度でも何度でも。君たちが最後に慎重に行きましょう。フィールド展開。これでこちらが有利ね。なるほどな。フィールド展開。これでこちらが有利ね。いいダメージが入ったわ。接近戦でリズムを維持して。オーバークロック。オーバークロック発動。無駄よ。シブレイド。強化します。これで大丈夫ですか？チャージクローク。いいダメージが入ったわ。強化します。接近戦でリズムを維持して。そう弱体化させる。ついて。油断をせず強化させてもらおう。エレスシュート。油断をせず強化させてもらおう。いいダメージが入ったわ。パーブラスト。接近戦でリズムを維持して。良い準備だよ。シールドフォークで攻めろ。メカトンティアター。外しはしない。続いてください。強化します。シブレイド。これで大丈夫です。くらえ。強化します。大丈夫です。発動。ここ。これで。強化させてもらおう。行くわよ。ギア発動。シブレイド。もう一発お願いします。チャンスだな。いいダメージが入った。弱体化します。続いてください。発動してください。フィールド展開。分かってる。こちらが有利です。強化します。油断をせずこれで大丈夫です。強化させてもらおう。いいダメージが入ったわ。強化します。接近戦でリズムを維持して。接近戦での腕の見せ所よ。シブレイド。弱体化してます。弱体化させてください。続いて。パーブラスト。い
いダメージ。接近戦でリズムを維持しているだけ。油断をせず強化させてもらおう。強化します。焦らない焦らない。オーラでじっくり行こう。弱体化します。一撃が入った。ドアツで攻めろ。いざオーバークロック。オーバーブレイド発動。敵の技ならオーバークロック。外さぬ。強化させてもらおう。フィールド展開。シュート。これが有利ね。フィールド展開してください。パワーブラスト。対象を弱体化させる。シールドクローク。いいダメージが入ってる。接近戦でリズムを維持している。チャンスだな。良い一撃が入った。カットアーツで攻めろ。フィールド展開します。剣はなしだ。こちらが有利ね。敗北。これが私の消える。私が消えていく。そうだ、それが死だ。どうだ、初めて知る死の感想は。これが死。この痛み、この霞、心の中に確かな私を感じるぞ。そうか、これが死か。愚かだった。認めよう。そう、私は愚かだ。こんなにも素晴らしいものがこんなにも近くに。味わいたい。もっと味わいたいぞ。喜んでもらえてよかったぜ。ぜひ何度も味わわせてやりたいが、死は一度きりだ。一度。そう。そしてお前は消える。この世界から存在そのものがな。だがそこに証はないぜ。無意味な死を選択したツケだ。私はどこに行く。さあな、神様にでも聞いてくれ。もっともお前に神がいればの話だが。じゃあなボイド、ガキのおもりもここまで。よう、調子はどうだ。本当に最悪よ。悪いな。俺は最高の気分だ。一体どうした。消失現象の拡大により崩壊が始まったようです。
このままではまずいな。新白芸浮上。いつでも動けるように準備しておけ。了解。今や消失現象はこの浮遊大陸の大部分を飲み込んでいる。そしてここを出たら群れをなしてゴーストが襲ってくる。私たちの任務はアレスを無事に新白芸に届けること。命を賭してでもやり遂げるわよ。はい、必ず成功させます。当然だ。全身全霊ですね。了解です。タツにお任せですもん。お前ら頼りにしてるぜ。前期祈祷する。こちらエルバ、コアを確保。アレスと共に祈祷する。分かった。こちらも受け入れ準備を始める。みんな聞いた通りだ。変異システム起動準備。新白芸急ぐ前進。迎えに行くぞ。了解。了解じゃ。全体にアレスの援護指示を出せ。了解。右翼にゴースト確認。各機右翼警戒。最大全速を維持しつつアレスの死後を最優先。こいつら左翼前方からも荒らせ。くそ、しつこいやつらだ。しまった。たくヒヤヒヤさせやがる。助かった。変異システムの起動確認。ある。ああ、こちらも確認した。アレス着艦軌道に入りました。アレス着艦。転移システムとの接続完了。エネルギーチャージ開始。了解じゃ。突入部隊はこれより守備部隊とともに転移システムの防衛に回る。システムノープロブレム。よし、あとはエネルギーチャージが完了するまでこの船を守りきれば俺たちの勝ちだ。くそ、数が多すぎる。抜かれた。船体にゴーストが接触。爆発によりチャージ回路一部寸断。迂回バイパス確保を優先。船内作業員を向かわせろ。アレスからの出力低下。チャージが全然できないよ。相棒、お前はよくやったよ。よくここまで付き合ってくれた。俺と魂を共有するにしちゃできすぎだ。消失現象加速。
航行可能領域 30% 消失。部隊の状況は？損耗率毎 0.25% 上昇しています。よくないな。ゴーストの数さらに増大。これはおい、嘘だろ。こいつは孤児に言う絶体絶命ですね。一人だったらとっくに逃げ出してただろうからな。新白芸が機関部に損傷確認。右舷守備部隊も 18% 消失しました。そうだよ、一人じゃないんだ。だから踏ん張れたんだよ。だからこそ意地を見せられるってもんだ。アレス、お前みんなが好きか愛してるか？損耗率 25% を超えてさらに上昇。何をしているの？ここを離れてはダメだよな、俺もそうなんだよ。じゃあ一緒に行こうぜ。来たじゃん来たじゃん。チャージ完了までの予測時間が大幅に短縮していきます。チャージ完了まであと少し。みんな耐えてくれ。あいつそんなこと教えたつもりじゃなかったんだがな。バンダム、ああ、本艦はこれより転移段階へと移行する。全隊を呼び戻せ。了解。緊急連絡。本艦はこれより転移段階に移行する。全隊直ちに帰投。繰り返す。本艦はこれより転移段階に移行する。全隊直ちに帰投。まだ間に合うわ。戻ってきて。戻ってください。急ぐですもん。エネルギー充填完了したよ。転移開始。ボイドに取り込まれている間、俺には奴の過去が見えた。遠い昔、奴もまたサマールの一人として生まれた。並外れた天才だったボイドはゲートと呼ばれる究極の物体を研究して、その力を6つのコアへと還元、アレスを作り上げた。がそれがゴーストを呼び覚ます結果となった。サマールの民はボイドこそ元凶だとしてアレスを破壊。ボイドの意識を狭間の世界の監獄へと封じた。永遠に。
ミラに現れた浮遊大陸は狭間の世界からボイドと共に現出した監獄だったんだ。狭間の世界に閉じ込められたボイドにとって孤独は苦じゃなかった。奴にとっての苦痛は知らないこと。ボイドは永遠の世界の中で死を知ろうとした。そこに感情はなく、ただ無邪気に知ろうとしたんだ。ある時、ボイドを閉じ込めた意識の監獄の檻に亀裂が走った。原因はわからない。監獄が限界を迎えたのか、他の世界からの干渉があったのか。いずれにせよ、ボイドの意識は監獄から解放された。そしてエルマの母星があった宇宙にボイドは現れた。肉体はなくなっていたが、奴を信仰する者たちによって作られた器、ウィータをよりしろとして現出した。さらに奴はグロースを作り出し、その力を持って死を知ろうとした。まずはアレスを取り戻すため、エルマの母星へと進軍を始めた。ボイドの行動、再生されたアレス、それらの事象に呼応してゴーストが現れた。エルマの母星はグロースとゴーストの衝突によって消失し、世界も消えた。目の前にある多くの死を見ながらも、奴はそれを理解しようとしなかった。気づいていたんだよ、本能的に。自分自身の存在が消えることの恐怖を。だから逃げたんだ。サマールの民、ゴースト。自身の存在を排除しようとする力から逃げ続けたボイドは、旅路の果てに敗北し、初めて死を知った。あの瞬間、奴は何を思ったんだろうな。私はどこに行く？よう、みんないるか？俺さ、なんとなく分かった気がするんだ。あの場所は監獄なんかじゃない。天国へと続く道だったんじゃないかってさ。あるんだな。あんなにも素敵な場所が。よかった。お前無事だったのか。ご苦労だったな。バカ野郎、心配させんな。きっと帰ってきてくれるって信じてました。とにかく一安心です。
おかえりなさい。いやー、よかったっす。僕もてっきり。ひどい。信じてなかったんですか？いや、そうじゃなくって。じゃなくって何です？それは。何にせよ無事でよかったじゃねえかな。古事に言う雨降って地固まるですね。なんだそれ。さてと、次の世界が見えてきたぜ。